します。国家論ということで、ある意味でこのアソシエで吉本さんの心的現象論をですね、ずっとやっていながら、もう5年ぐらいやったの5年近くです、ね、ぐらいです。自分の論理が、なぜ分かられないのかっていうと、吉本さんが何も理解されてないからだっていうことが分かりまして、それでさらにちょっとはっきり言わせてもらいますが、吉本さんを非常に評価されてる人たちが吉本龍明を何も分かってないということも分かりましてですね、それであれという感じで、それで小文社から吉本龍明全集が出て、でそれでそれが縁で何か書けということがあって、それで僕自身はですね、自分の持ってる文化資本、つまり自分の持ってる文化資本の能力を現在の出版社が統括できないっていうことも分かっちゃってますので、自分で出版社作ってそれで自分で生産してるわけですね。で、それをある意味で認め容認するという形を久々に将軍社が取られてですね、でそれも吉本龍明という文化資本があるからそれが可能になったんだというふうに思うんですけども、この風光論出せって言ったら多分出さないと思いますね。それで共同幻想論をですね、どう読んだらいいのかっていうことをちょっともう一回試みてみようと思って、やりました。でそれは共同幻想論が逆なんですけど、国家論を考えなければいけないという、国家の共同性をですね考えなければいけないと言っていた吉本さんが共同幻想論というものを不可避にしてきたと。で家族というものを、性というものを考えなければいけないと言ってたものが追幻想というふうになってきた。で個人というものを考えなければいけないということが自己幻想、それから個人幻想、この関係の説明は後でしますけども、というふうになってきて、幻想領域を扱うという形になったことによってですね、同時に共同幻想は国家ではないという言い方が反面から出てきて、でそのまま共同幻想論が国家論として吟味されないままに今日に至ってしまったという感じを受けました。でそれで自分はかなり無意識的に共同幻想国家論というのを前提にしながら頭の中で考察してたんですけども、ちょっとそこのギャップをちゃんと埋めようという形で共同幻想論をですね、最初入門的に書こうというふうに思ってやってたんですけど、実質半年ぐらいかかっちゃいまして、でこれは大体もう6月頃に出来上がってたんですが、そうしたらばフーコーの権力論を転換しないとダメだっていうことがもう一つ分かってきて、でフーコー国家論をちゃんとやらないと説明しきれないなということでフーコー国家論をやってですね、同時的にやりました。それでフーコー国家論がこれ600ページ吉本龍明の共同幻想論も600ページっていうですね、で1200ページの本を同時に抱えながらずっと思考してて、でそこでさらに2人に共通していることは非常に極端な言い方しますけど、国家はないということです。で国家の実態はない、本質はない、国家は本質じゃない。でそれでいて国家を考えるわけですね。でそれではどう見てもですね、国家の現実に対して対応できないっていうのがやっぱりどうしても残るわけです。で実際自分ではやっぱりマルクス主義的な国家論が前提になってますから、国家が上部構造であって、それで経済が下部構造であって、でその経済の下部構造に規制される国家の上部構造があるんだと。でその時経済が決定づけるんだっていうふうにするのがロシアマルクス主義になりますけど、それに対して国家は国家としての自律性を一定程度持ってるんだ
という形での、ある意味で新左翼的な形での国家論的なものがですね、あれは1971、2年だったと思いますけども、アルチュセールの国家のイデオロギー装置論という、短い論文が出されて、でそれが非常に衝撃的で、ほとんど新左翼的な人たちはそのアルチュセールのイデオロギー的国家論に流れたと思います。でそれはレーニンの国家権力論に対してイデオロギーに働きかけるイデオロギー装置があるんだと。ですから国家の暴力装置と、それから物理的な暴力を振るうんではないイデオロギーという領域に働きかけるイデオロギー装置という国家の装置があって、でそれは典型的に学校装置だとか教会の装置だとかっていうのがあるんだっていうですね、この議論がかなり修正というのか飛躍というのかなされて、そうするとグラムシの国家論として合意の体系ですね、合意の体系としての国家の存在があるということですね。それからさらにボイジェソップは資本主義的な生産様式をもっと厳密に考察して、その資本主義的な諸関係から国家の形態の変容を現実的に述べるっていうことで、それからカーノイも大体同じような路線ですけれども、そういったマルクス的なものがあって、それに対してニコス・プーランザスがですね、国家がイデオロギーに働きかけるなんて冗談じゃないと、国家っていうのはもっと凝縮された暴力的なものなんだということで、プーランザスの資本主義国家論が記述されるというようなことがあったわけです。でそういうマルクス的なものに対して国家っていうのはそんなもんじゃないんだっていうことを吉本さんが共同幻想論で1969年に論述したと。そしてこれは後で分かったことですけども、フーコーが1979年前後ですね、順番がいつも分からなくなるんだけど安全性、領土人口ですね、の講義をやって、その前に社会は防衛するというのをやって、それから安全、領土人口というのをやってですね、でその後聖者の政治ですねをやって、この3つの講義が1979年前後なんですけども、これが実は国家論なんです。でこれもしかしですね、欧米でもフーコーの国家論という形で論述したものは何もないんです。で要するにネオリベラリズム、新自由主義論だとか統治性の論理だとかっていうですねことで議論はされてるんですけども、国家論という形で議論されてない。でそしたら今度はブルデューのですね、が1989年前後に国家論を展開してたってことが、2002、3年頃でしたかな、12、13年かな、ちょっとすみません、何年か忘れましたけど、その講義録が出てきて、フーコーが国家論をやってるんだということが分かってきた。じゃない、ブリドゥが国家論やってると。そうするとちょうど69年、79年、89年という10年単位でですね、国家論の要するに新しい次元が開かれていたということがちょっと分かりまして、それでそれをきちんと整理しなきゃいけないんだなということで取り組み始めたということになります。でこれ3つがないとですね、国家論の次元は基本的に開かれないというのがもうちょっと致命的な状態でありまして、それで最近非常に感じるんですけども、国家ということを誰も問題にしなくなってきたと。それで日常的なですね生活の局面の局部性にみんな入っちゃって、左翼もそこに入っちゃってですね、で国家それ自体が問われていないという状態になってるほど国家が国家として配備が完成されてきたというふうに今感じています。で
少なくとも我々が学生の頃は国家権力を打倒するとか、あるいは国家権力の抑圧があるとかって、これ基本的に間違いですけども、認識的には間違いであっても、国家というものを問題にしながら国家に対抗するというその意識なり認識なり行動の働きをとっていたと。でところが現在の例えばよく言われるその国会の前でその安倍内閣の安全保障条約に対する抵抗をするという人たちは、国家に対抗してるんじゃなくて政府に対抗してるだけなんですね。でさらに典型的ですけども、夜抗議の声を上げて朝になったら自分のアルバイト平和な生活に戻りますというふうにやってるわけです。でこの平和な生活を保障していること自体が国家が完成された形態なんであって、軍事配備をするということは国家が完成されてない不完全さを表現しているのでしかないわけですね。でこういう転倒が起きちゃってる。でさらにこれはもうちょっとはっきり言いますけども、かなり批判的な思考を展開しているインテリゲンチャーたちですね、それから大学の教師たちですけども、国家に配備された認識構造を全然問わないで文句を言ってると。でこれ一番典型的なのは文学部解体批判っていうですね、寝ぼけた議論を相変わらずやってますけど、文学部を配備したのは国家の大学の分類体系として配備したんであって、それに対して文句を言うっていう文学部解体するのはけしからんと言ってるですね、この程度の議論になっちゃってる。でそういう中で国家というものが全然問われていないということを非常に感じます。でこれを改めて国家論をやってきて、自分自身も非常にそこに陥ってた傾向があったっていうふうに反省もしてるんですけども、結論的に言うとですね、我々の日常的な生活行動、それから意識の形態、さらには認識の形態まで国家の客観的認識構造に収奪されているというのがブリドゥの国家論なんですが、そこの問題を解き明かさなきゃいけないということになります。でこれを解き明かしていくときにちょっとどうしていかなければいけないのかということが、吉本さんの共同幻想論をもう一回見直すことであり、それからそのフーコーの領土安全性統治性の議論を国家論として読み込むことであり、ブルデュアもそのまま国家論としてやってますので、そのブルデュの国家論を理解していくことだというふうに思ってですね、でちょっと今年とちょっと来年のもう来年の頭にはブルデュ国家論も1月から2月には仕上がりますけども、基本はもう分かっちゃってるんで、それをまとめながら次のステップにはこれ入ろうというような感じで、おります。でそこにどっかに書いてあったと思うんですけど、ページのかな、真ん中辺の吉本風子ブルジュー国家論というのがちょっとあると思うんですけど、左の下の方にですね、マルクス・エンゲルス、レーニン、グラムシュ、アルチュセルですね。でこれは基本的に装置理論、アパレル理論なんですね。でこれはブルデューじゃないフーコーをやってて非常にはっきりと改めてつかみ取ることができたんですけど、ディスポシティブというですね、一応配備というふうに訳します。この配備の国家の論理の基本をまず切り替えなきゃいけないということです。でこれどういうことなのかというと、装置というとやっぱりそこにですね実体的にあるものですね。とかディスポシティブっていうのはただ配備されるだけで、その配備の仕方の問題になるわけですから実体がないんですよ。でこの国家に実
体がないんだということ、つまり国家権力なんていうのはないんだということのそこまでいって戻って考えなきゃいけないというのが一番基本になります。それでこのディスポジティブが要するにフーコーの翻訳の中で全く理解されてない。でそれで最初は面倒くさいからその訳書を使ってそれで今引用してフーコーここからまとめようと思ったんですけど、もう引用できない。もう全部間違えてる。で全部ずれていくんですよ。これで語訳じゃないんですよ。でこれにまた驚愕愕然としまして語訳でないのに正しくないずれるっていうのはこれ一体何だというですね、つまり訳してる人の認識の次元にフーコーが作り出した概念世界、理論装置世界がですね、訳者の理論世界にスポーンと落下してるんですね。でこのギャップがすごいんですよ。これでこれ一体何なんだろうっていうですね、で細かく見ていけばその語訳だというふうに言うこともできるんですけど、語訳じゃないんですね。でそうすると認識構造同じ、つまりフーコーという書かれた同じものを対象にして全然別な認識構造が入り込んじゃってるっていうことに気づきました。だからしょうがないからこのフーコーここからも全部それをですね、自分なりの要約的な形の訳に切り替えていって、それでフーコーここからもこう仕上げていったという作業になっています。ですからちょっと最初そんなの全部割愛してやるつもりだったんですけども、あまりにもずれちゃってるもんですから、そのあれをこう整理し直したで、そこの決定的なところがこのディスポジティブなんです。でこのディスポジティブを装置と訳しているか、あるいは機構というふうに訳しているのかな。でつまりどっちもですね、意味がつかまれていません、フーコーの翻訳の中で。であれと思ってそれで統一性のところを見てみたら、統一性のこともさすがガバメントを政府と訳してない、統治と訳してるんですけども、この統治をめぐるですね前後の文脈がまたこうずれていくんですね。それで単純に言えばフーコーが理解されていない、これは私の言い方だと世界的にも十分理解されているというふうに思いませんけども、何人か統治性をめぐってはしっかりした議論があって、でそれをちょっと踏まえていきながら批判的に考察して、さらに決定的に言えますけども、そのフーコー・ブルデューに言うまでもない幻想概念がないということになります。でそうすると、だけどブルデューは国家の神秘と言ったりですね、イルジオンっていうイルジオっていう、つまり幻想だ、幻惑だっていうふうに言い方してるんですね。で象徴資本という議論を立てて、さらにメタ資本という概念で国家を説明しようとするんですけど、そこはもう完全に共同幻想の領域です。でところがブルデューにその概念がありませんから、ブルデューもそこにたどり着けない。だからフーコーがその統治性、ガバメンタリティ、英語で言うとガバメンタリティでグーベルナメンマンタリティなんですけども、それをあえてそのマンタリテというですね、ことを言って、それである意味で神的神聖の領域ですね、国家の神的神聖の領域を扱おうとしている。だけど技術としてテクノロジーとして問題にしようとしてるって、そこのところで本当は幻想的な概念を入れないとそこは正確に理解できないんですが、やはり幻想の概念がないですから、その国家の機能論にやっぱりフーコーもブルデューも陥っちゃう、こういう限界があります。でそうするとこの理論水準、思想水準を世界レベルで上げるためには、吉本龍明の共同幻想論を持ってこないと世界レベルに上がらないんですね。でそれが国家の本来の本質的な姿として描き出すことができると、こういうことになります。でこの図をちょっとあえて書き換えたいんですけども、その図は吉本さんの共同幻想論をベースにしてブルデューとフーコーを理解しましょうと、そういうこう配置の図になってるんですが、それをですね
こう読まなきゃダメだってことがちょっと分かってきまして、ここの水準が要するに国家に実態がないって水準なんですね。でブルデューのこの水準はですね、読めば読むほどマルクス主義の修正版なんですよ。で自分では最初国家は実態はないんだっていうふうに言ってるんだけど、議論をしていけばしていくほど国家のこの集中化の議論、つまり国家に物事が集中化されるということですね。だからいろんな資本だとか力だとか全部こう集約されてくる。でその極端なケースが軍隊とそれから税であるというふうにこうなります。でこれは事実なわけです。で現に自衛隊といえども軍隊ですし、それから各国は軍隊どうしても持たざるを得ないわけですね。でそれから税金ということを国民は自分で決定することはできない。国の政府のものが代行してそれを全部決めていくわけで、それに従わなければいけないっていうことは誰も拒否できないわけです。でそういうものがあるんだということはこれ事実なわけで、これがフーコーと吉野さんでは全部飛びます。つまりそういう実態の問題は考えないっていうふうに消されるわけですね。でそうするとそれはやっぱり国家じゃないだろうっていうことになってきて、この間のこの矛盾をですね、どうちゃんと理論的に集中づけるのかということが大きな問題になります。でブルデューは集中化っていうのは、普遍化とそれから独占化だって言い方します。それでさらに支配っていうのはですから、共同幻想とそれからフーコーの統治性からは支配という概念はほとんど消えていきますので、ないとは言えないけど消えていきますけど、この支配というのはですね、これは統合化とインテグレーションですけど、統合化とそれから統一化、ユニフィケーション、こう結合して統合することですね。でこれが支配の様式で、これが普遍化されることだと。でこの普遍化にあたってはそのオフィシャルなものがこれがパブリックになって、そして普遍化をこれは必ず目指すということになってですね、その普遍化と独占化が集中化をして国家というものがあるんだという、やっぱり国家を実体化はしてないけど機能的な総体としてやっぱりブルデューは扱って、でそこのところは頭ごなしにマルクス主義が国家権力だ、国家支配だっていうふうに言って何もそれ以上通ってない、そこには階級支配があるんだ、階級搾取があるんだと言って、なんで階級支配でなんで階級搾取なのかってことは全然説明できないわけですね。でそういうようなところをブルデューは全部今紐解いてそこをそれなりに説明しきってるというふうに理解します。でそこをこの吉本風光の国家論の次元に組み立てていかなければいけないんだということが分かりまして、それがその上に書いてあるですね、この統治性化という領域でその幻想が配備されていて、いろんな諸関係が再生産されて、さらに都市であるとかですね、農村であるとかっていうような形、それから建築なんかもそうなんですけど、その空間の配備がなされて、これがその文化的な再生産、社会的な再生産、物質的な再生産、象徴的な再生産の総体をですね構成してるんだって、ここをちゃんと明示していくことが国家論の構成になるということが今分かってきた
言いますか、そこを名称にしていけばいいんだということですね。でこれがちょっと基本になります。これ3つをやりながら整理していってたどり着いたのがちょうどこの配置ということになります。でその中で幻想、つまり共同幻想というものをどう位置づけるかということの問題ですね。でこれは12月の15日ぐらいに将軍者の方、今ちょうどゲラでこれ23日で戻しまして、多分それでできると思うんですけども、そこの話をですね、主にちょっと今日は、やっていきながらちょっと問題点を少しずつとりあえず書いたことあるいは考えたことをもう一度ちょっと咀嚼し直しながら確認をしていければなというふうに思います。でこれがちょっとイントロ的な状態ですけども、なんかこの辺のところで問いかけたいことあります。その問いかけにも答えていこうと思いますので。問いかけというよりは先ほどの幻想概念に関することで差し当たって一旦確認というか問題点ないかなと思うんですけど、一応確認だけというだけなんですけどね、吉本の共同幻想論においてなんですけれども、そこでの幻想概念というのはどういう位置を占めているかというと、こうなっていると思うんですね。ちょっとこうなっていると思う。ちょっと言いますと、一応社会構成体っていうふうに考えておいて、そして株構造ないしは経済的社会構成と上構造ないしは性的経済構ごめんなさい性的社会構成と一応分けた上で、それでいわば上構造というのを吉本は全幻想領域として置いたと。一応そしてその全幻想領域というのにおいて、それで内部構造を解明するために3つの幻想領域ということで自己幻想ないしは固体幻想と水幻想と共同幻想という概念を置いたとすると、いわゆるマルクス主義の伝統というところの概念から吉本の共同幻想理論がないしは概念装置を移行したわけですけれども、その場合にどういうその水準段に加わったのかということをですね、問題として出しておきたいと。もう少し手前で言うと、いわゆる上部構造というのは、政治的、法的および社会的出形態という形で言われていると思いますけど、それをいわば幻想というように置かれたときにどういうズレがないしは地盤の変化がないしは理論上の定義が起こったのか、そのあたりのことを一応問題の定義としていきたいと思います。はい、以上です。いやその問題意識は、僕自身が取り組んだ問題意識と全く同じでね、それでそこのところのずらしをですね、まずどこでやんなきゃいけないかっていうと、共同幻想論だけ持ってきてる限りどうにも手がつかないんですよ。でそこでフーコーのこの統治性の論理とディスポジティブの論理、これを介入させないと共同幻想論のその意味合いがですね、要するに国家と単にリンクしないということじゃなくて、現実的に我々の中で認識の手法として活用しきれないということが一番大きなポイントになるわけですね。それでまずですね、そのフーコーはここからのお持ちなんでそこであれなんですけども、何ページだったかな、ちょっと一冊書いてみます。フーコーがですね、まず非常に強調してますのは、その国家が怪物であるということを忘れろと。それから国家が抑圧してるとか搾取してるというね、
その冷たい怪物として嫌悪することを忘れなさいということを非常に強調します。でその、国家嫌悪っていう言い方をしてるんですけども、その国家嫌悪をですねなくすということが、まず最初のあれなんだというんですね。でそこのところはですね安全性のテクニ108ページから109ページ、国家は何々ではないというですね、108ページですね。で国家とは歴史において市民社会に対して脅威を与える組織体のように増大し発展させられる冷たい怪物などではないと。それから国家の循環的な存在論は自身肯定し巨大怪物自動的機械として増大していくんだ。つまり国家は自らを肯定して巨大な怪物となって自動的な機械として増大していくんだというふうに考えられているが、そう考えてはならない。それから国家であるというものの存在論を歴史を通じて立てるということの間違いなんですけども、国家の誕生、歴史、前進、それから権力、乱用に人々は執着してきた。で超価値化しかも国家は超価値化してきた。で一つの冷たい怪物がいるという直接的で感情的で悲劇的な形式で国家を初期脳に分析してきたと。でこういうことを要するにやめろということですね。でそれから国家はその固有なダイナミズムによって発展させられた歴史的自然的な所有のものではない。で主が歴史の中のある瞬間に投げ込まれ徐々に歴史を征服していく冷たい怪物のようなものじゃない。国家は冷たい怪物ではなく、ある統治する仕方の強関係的なものであるんだと。で国家を歴史のさまざまな登場人物を打ちのめしにやってくる一種の憲兵のようにしてはならないというですね、これを非常に繰り返します。でつまりこれはもうはっきり言ってマルクス主義的な国家への認識の仕方ですね。でこの認識の仕方がほとんど大学人のあるいは知的な人間たちの思考形態認識形態にもう固着してると思います。でそしてじゃあ国家って何って聞くと誰も答えられないということですね。でちょっと気が利いたと、いやそれは共同幻想だよという、じゃあ何それって誰も説明できないという、こういう状況ですね。でフーコーはその国家を機能的に扱うのを無意味だって言ってますけど、ブルディはこれを逆に徹底させます。国家の機能性をどんどん明らかにしていくということをやります。でこういうですね認識なんですけども、これはちょっと別な言い方をしますと、これが非常に共同幻想論の問題にも引っかかってくるところなんですが、結論から言いますとね、僕はたどり着いた結論は、国家は古代国家なんてない、それから中世国家なんてもない。で国家っていうのはもう近代の国家としてしか存在しない。つまり天皇制、日本の場合は天皇制国家として国家が登場して、それが国家であって、それ以前に国家はないというですね、この結論になります。でにもかかわらず歴史学者は古代国家であるとか、ひどいのは中世国家だとかですね、江戸幕府国家があるみたいな言い方をするんですけど、でも江戸幕府国家と言わないでしょ。でどっかで歴史学者は感じているんだけど、同じ概念を国家という概念を持ち込んで、日本という領土がそこにもうあるんだということを前提にしてやってるわけですね。でそれは今度ブリデューの方から言わせますとですね、国家を生成として考えるんだと。でつまり国家というのは生成してきた。でどこから生成してきたかというと、王朝国家のシステムからその官僚的なもののその
諸関係がそこで集中化されて近代で国家が成立してきたっていうですね、こういうふうにブリディはもう捉えます。で吉本さんの場合はここのところはまだ1969年ですから無理もないんですけども、どっかで暗黙に国家的なものが前提にされています。でそうするとですね、この問題はどこに引っかかってくるのかっていうと、その共同幻想論の最後の起源論ですね。で起源論を我々は国家の起源論だっていうふうに読んじゃった。でこれが大きな間違いになります。で国家的な起源の幻想的要素がそこに書かれているだけだということの理解にしなきゃいけない。でこれを私は初言という言い方で起源と分離します。つまり国家の初言的な生成が幻想の生成として論じられたのが共同幻想論だと、こういうふうになるんですね。でそうしますとその起源論でその天皇の登場でも、その天皇の登場でもそこでもはっきり言ってますけども、日本には百余国があって統一国家なんて存在しないわけですね。でただそこにその私の言い方だとスメラミコト幻想なんですけど、スメラミコト共同幻想が支配的で統治的に作用するということをなす幻想形態がそこで初言的に作られただけで、実際は日本の国家は全然統一できない、統合できてない。でその証拠に、有楽の時代になっても慶光天皇の時代になってもですね、征伐がずっと続いてるわけです。その天皇による征伐が、つまり日本領土は全然統一されてないわけですね。でこれはもうちょっと言ってしまいますと、これ古事記をやったことによって分かったんですけども、大物主なり大国主を天皇制国家としては統一できないんですよ、幻想形態としても。でそれはやっぱり残さざるを得ないということがある。でそうするとその国家の起源論の中で書かれている規範的なものを構成するというその初言の生成があってですね、この初言的な生成は現代国家においても国家というものが配備されている限りそこにあるんだと、こう考える。だから今ここにあるんだというふうに考えます。だから起源というと過去の話になっちゃうんですけども、そうじゃなくて初言として本質的に共同幻想論で描かれた幻想の生成構造がですね、今ここにあるんだと、こういうふうに考える。でその国家の生成って言って、そうすると二重になっていて、その初言的な幻想の生成と近代の国家の生成というですね、このダブル的な構造の関係性として把握しなければいけないって、こういうふうになります。でここが共同幻想論を読み込んでいく上でのですね、非常に大きなちょっとポイントになってくるんですけど、なんでそうなるのかっていうことを読んでいくためにはどうしてもやっぱりフーコーを持ってこないとダメなんですよね。でフーコーのですね、で国家に対するその定義をちょっと確認をしておく必要があるんですけども、これはですね、何ページになるのかな。もう一つ、単純に結論的に言うと国家理性なんですが、国家理性というですね、国家を国家として配備する認識の構造が登場します。で分かりやすくちょっと最初にちょっと言っちゃいますとね、どういうことかというと、国家というのはフーコーにとっては何かというと、認識の図式でしかないっていう言い方になります。つまり人間が考えた図式でしかない。でその認識の図式というのはどういう作用をするかというと、物事を規制化するレギュレーションなんですけど、
物事を規制化するという理念を働かせている認識の構造だということなんですね。でそうするとそれが要するに統治のテクノロジーによって機能したと。だから国家が統治の形になる、統治制化されることを考えなければいけないという、こういう論法になります。でこの論議がおそらく世界に対する問題定義の一番基本になることだというふうに僕は理解してまして、そこに共同幻想との関係を持ってこなきゃいけないってこうなるんです。でなぜそうなるかというと、もしそれを規制化する理念で、それから認識の図式だっていうふうに言ったとすれば、認識変えれば国家はなくなるのかっていうとなくならないですね。でここは吉本さんが要するに共同幻想という形で設定した領域なんです。でつまり別の言い方をすると、西洋的な思考形態の中で描き出された国家というもののある種のその歴史的な普遍化をどう離脱するかっていう問題を考えた時に、彼らの国家論ってほとんどみんな破綻するんですよね。でだけど吉本龍明の共同幻想論を持ってくると破綻しないんです。でここがちょっと決定的な、これ別な言い方すると、吉本思想を世界思想の中で位置づける上での決定的なポイントになるところなんですけども、これは国家論の共同幻想に限らず心的現象論もそうだし、言語表出論も全部そうなんですが、西洋的思考形態で考えられていないところの領域に、アジア的な領域の思考から提出された西洋的なものよりももっと根源的で普遍的な問題があるということの問題なんですね。でこれをですねちょっとやっていかなきゃいけないんですけど、まずですね、238ページ、これちょっとこのフーコ論で見てください。でここにですね、その国家理性、これは非常に重要なんで、太字でそこに大きく書き出しましたけども、国家理性というのはですね、まず国家の安全性を国家の完全性ですね、インテグリティ、ですね。でこれ統合化であり同時に完全形態であるということ、これを確保することだと。ですからそれは平和の本質自体、平穏に生きる規則、物事の完成をなすということになります。で国家が効果的に国家である状態にかなうということですね。それは平穏な状態にとどまっていて、その本質の近くに国家があるということを意味します。そして国家の現実性が理想的必要性の水準にかなっているようにすること、つまり国家の現実性を国家の永久的な本質に適合させること、つまり国家というのは永久的なんだと、そこに国家の現実性を適合させることですね。で国家をしかるべき状態に維持すること、そうしてそれが国家のステートということの意味だと、こういうことになります。でそうするとこの国家の維持というのは国家を増強することだ。で諸国家が自らを形成して維持して強化して増強するという、そういう手段に関する完璧な認識、また物事の平和平穏完成を可能にする規則、平和の獲得保守増殖、これが国家理性だと、こういうことです。でこの国家理性のこの発明はですね、フーコーによると天動説の発明に匹敵する、それはニュートンの落下の法則に匹敵する大発明であるというふうにフーコーは位置づけます。でつまり国家がここで発明されたということですね。でそうするとこの国家とはですね、どういうことなのかというと、その前の236ページ、
なんですけども、国家はですね、英知性の原理だということですね。つまりインテリジビリティ、つまりインテリの知的な形で構成された原理だと。で、戦略の図式だんだと。で、この規制化する理念です。これはレギュラシオンというですね、これが実はちょっと脱線しますけど、風光を理解するときにこのレギュラシオンというそのレギュラメントとかですね、この規制化なり規則の関係がどうなっているかっていうのを風光自身は対象化した議論としてはしてませんけど、使い方では非常に厳密に区別しています。で、これは後ろの方に訳の問題っていう形で説明してありますけども、訳の問題っていう形で578ページですか。そこでちょっと説明してありますが、この規制化するというのはですね、規定するんじゃないんですね。あるものとあるものの関係がお互いに規制し合うような形で、しかも整うような形で構成されていく関係の仕方です。だから例えば今はここで私が話してますけど、私が話してるとこのような形で座って、私が話してる間別に黙れと僕が言ったわけでもないのに、皆さんも黙って話を聞かれてるっていう、この状態が規制化の状態です。で、規則があるわけでもない、こうしろっていう命令があるわけでもない、規則があるわけでもない。だけどこういうふうに立つと自然とそうなって、そうすると私の話が聞けて自分の理解になるということの規制化のレギュラション領域がここで働いてるわけですね。で、この領域に働きかける理念だという、これは国家だということです。ですから国家は命令もしなければ強制もしないということになります、風光から言うと。で、これが統治をする理性ですね。統治理性の規制化理念だっていうふうに定義します。だから国家の基本的な理念というのは、国家を基本的には本質的に今言ったように永続化させることなんですけど、永続化するためには民衆なり大衆を押さえつけて搾取してっていう、こんな形では国家は永続はできない。そこにちゃんとこの暗黙的な形で、これ暗黙じゃないんですけども、規則によって構成されていくんですが、そういった規制化の理念として機能するように働くようにしてるっていうことですね。で、そうするとその後ろの方の太字のところですが、所与のこれらの全ての要素の本性と諸関連を理解して分析して定義していく仕方が国家なんだと。ですからどういう関係があるのか、つまり王とは何だ、領土とは何だ、住民とは何だ、役人とは何だとかですね、そういったようなことの問いの全ての要素の関連を理解して分析して定義していく仕方が、その仕方が国家なんだ。つまりすでに編成された諸制度の総体の全て、所有の現実性の総体の全てに関する英知の図式のことなんだと、こういうことになります。でその次に237ページに太字のところですけども、ですから国家とは本質的に政治と呼ばれる思考、小冊、計算、介入の形式に関する規制化理念だ。そして統治理性というのは現実性の、読解ですね。読解の原理として国家を置いて、それを目標の対象にして、そして命令、として国家を置くと。で、国家が命令するんじゃない。命令として機能するように国家を置くということですね。で、これが国家の配備になります。その配備をするときにこの統治性、この統治性を働かせることだ。
こういうことになるんです。でこの統一性をめぐる議論で、翻訳でなんかオーストラリアか何かの統一性の翻訳されてますけど、もうフーコーの理解の三流四流版ですね。もうひどいもんで、全然フーコー分かってないなっていうのが典型的なんですけども、ディーンっていう彼のやってる統一性論が一番しっかりしてて、あとろくなものがないっていうですね、世界でもそんな状態です。ですからそのフーコーのその理解の仕方の中でそれをなんていうのかな、こうフーコーが語っていながら語られてない領域を僕の場合は吉本さんの思考形態でカバーしてますから、そこは全部こう見えちゃうわけですけども、今言ったこの統一性とか国家の今言った理念とか図式とかですね、この問題は実は共同幻想って概念を持ってこないと正確になっていかないということなんですね。でこれがちょっと最初の位置づけになります。でフーコーはもっとアジテーション的に言います。もう政治なんていうのもない、経済もない、国家もないっていう、そこまでアジテーションとして言いますので、そこから政治を考えなきゃいけない、そこから権力を考えなきゃいけない、そこから経済を考えなきゃいけない、そこから国家を考えなきゃいけないっていうですね、そういうことになるんですね。ですから手持ちの議論や認識というものをフーコーって一回全部壊しますので、壊してから構築していくっていう作業をやるわけで、これがその役者をしている人たちは壊さないでそのまま既存の世界の認識構造の中でフーコーを当てはめて翻訳していきますから、フーコーではない全然別なものがこう出来上がっちゃうと、こういうことになるわけです。でこれ逆な言い方すると吉本さんを英訳した時には必ず起きる現象ですね。今度は逆に吉本さんが言ってることの世界が全部剥ぎ落とされて、共同幻想があって自己幻想があって追幻想があるみたいなですね、ちょっと申し訳ないけど宇田さん的な認識の構造に入っちゃう。でそれは全然吉本でもないんですよ。でフーコーの研究者たちが言ってる日本の研究者で僕誰も認められませんけども、ある意味でなんとか内田あたりを認めることはできますが、もう他はひどいもんで何も理解できてない。でこの統一性はさらに論文集の中で主体と権力って、ここでも主体と権力をもう一度全部見直してますが、そこでは支配って訳されちゃってます。で論文集今回改めて非常によくできてるんですけどね、もう訳語はめちゃくちゃになりますから、統一性が支配になったり統治になったりなんかもうわけのわかんない形になって、規制化をめぐる概念は全部ぐちゃぐちゃになりますから、フーコー何言ってるか全然わかんないわけですよ、翻訳読んでる限りは。でも用語はきちんと原表として一貫して論理構成が緻密になされていますので、そこをちゃんと組み立てて読んでいかなきゃいけない。で講義録でそれが整理されるかと思ったら、講義録も役所によって全然概念原表が違っちゃいますから、これも頭の中でぐちゃぐちゃ訳読んでるとぐちゃぐちゃになってくる、そんな状態になっちゃってますね。でさらにですね、もうちょっと付け加えると聖者の政治でスネルダーだっけステルネルだっけ若いやつがフランスで解説してるんですけども、そのグーベルナマンタリテっていうですねこの統一性のここにマンタリテっていうのは入ってるんです。だからグーベルナールってこれが統治でしょ、これが神聖なんですね。でマンタリ研究って社会史研究なんですけど、神聖の研究なんですけど、これは統治ですけど、これを、ドイツとかそれからイギリスでもこのマンタリテ神聖の領域が入ってるっていうことをですね、そんなことはありえないんだっていうことを文献を並べて傍聴してます。でそういう、結論的に言うとバカが出てくるというですね、それがフーコーの慣習で解説まで
書くというこういう人そうですね。でそれはフーコーを読んでみればこのマンタリティこれをガバメントと言わなかったわけで、グーベルのメントですね。ここで止めなくてなぜこれはわざわざこんなこと言ったのかって、これは共同幻想と同じ領域なんです。だから実際にはこれは技術テクノロジーとして現れるけれども、そこにはテクノロジーというものをめぐるいろんな認識だとか知識の体制を含めたですね世界があるんですね。でそれはフーコーの場合はこれ真理の体系っていうふうになって、真理がそこでちゃんと真理化されてくるということがこのマンタリティの要素になってきますけど、それはさらにこの心的領域まで含んでる。でこれが理念と言われたりする領域なんです。でここに僕は共同幻想の本質領域を見ていくと、こうなってきます。でそれでですね、でこの統治性ってじゃあ何かっていうことですけども、分かりやすく言っちゃうと単純で、一番大きなポイントは何かっていうと身体ですね。だから人間の身体を拘束するんじゃなくて、人口という塊を設定して、その人口という塊の健康状態、衛生状態いいですね、それから安全状態を確保することだから、出生率がどのくらいで死亡率がどのくらいで、そしてどうしたらばその住民のこの数が、あるいはその人口の数が国家のその増強、国家の維持増強に対して重要なのであるかということを、要するに統治していかなきゃいけない。でそのためには都市なら都市の衛生環境を整えなければいけないし、身体の体が健康であることを配慮しなければいけないし、それからその身体が反乱を起こしたり抵抗したりしないように従順にしなければ、規律を与えて従順にしなければいけないとかですね、そういうようなことの全体を統治すると、こういうことになります。でその統治をしていることの状態に、その統治のテクノロジー、統治のアートがあるんですけど、その統治するアートをテクノロジーとして真理の体系を同時に組み込んで、そしてさらにテクニックとして戦略的にそれを構成する。でその中に生み出した大きな発見が2つあるんですけど、一つは政治経済学を発見したということ、それからもう一つは社会を自然的な状態だというふうに作り上げたというこの2点です。ですからこれはもう何度も僕も言ってることなんですけど、社会っていうのは近代以前は存在してないんだと。で近代が国家を配備する時にどうしても社会が必要だった。なぜかっていうと、経済の市場経済の自由な状態と国家の配備を安定させるために間に社会を作んないとですね、ここの国家の安定も市場経済の自由も守られないという形で、社会というものが自然的にあるんだという状態を認識が作る。ファーガソンが典型的なんですけど、そのファーガソンっていうが市民社会って世界を自然な状態だっていうふうに設定するわけですね。でそういう発明をするわけです。ですからこの国家配備の中で統治性として非常に重要なポイントは、フーコー読んでると人口の統治ってなっちゃうんですけど、政治経済の発見と社会の発見およびその自然化ですね。これがポイントです。で別な言い方をしちゃいますと、これまた極端な言い方ですけど、その経済は近代以前になかったということなんです。でその経済が近代以前になかったっていうふうにそこまで考えて経済を見直さないと経済の意味が理解できないっていうことになります。でさらに社会というものは当然近代が発明したものですから、社会というものがないと。そうすると
社会というものを自然化して市場経済の自由というものを保障するという形で国家が配備されたということはどういうふうになってくるのかということがフーコーでいうと自由主義の問題であり、その自由主義の問題からそれを統治しなければならないというネオリベラリズムの新自由主義の問題になってきて、この構造が現代の世界の在り方を規定していると、こういうことになります。でここもうちょっと付け加えるとですね、国家間の均衡を図るということです。だからローマ帝国だとかオスマン帝国だとかですね、そういった帝国にならないように国家がお互いにバランスをとって自分たちのその経済、それから平穏社会の安定、人々の安定ですね、それを図るように国家間の均衡を作ったということがヨーロッパの均衡としてベースにあると。でその均衡の状態は実は常に戦争状態だということです。いつ戦争が起きるかわからない。だけどいつ戦争が起きるかわからないけれども戦争を起こさないように軍隊を作る、こういうふうになります。だから社会を防衛するために常に戦争だということですね。で国家が軍隊を持つのはなぜかというと常に戦争状態にあるからです。で常に戦争状態にあるから軍隊を持って戦争しないようにしてる。で一触即発で戦争が起きるっていうこういうことになります。でそうするとその国家間の均衡を図っていく統治制の形態を作ったということがヨーロッパ的なもので、これが世界の、民族国家の、均衡状態という形で今構成されていると、こういうことになりますね。でこの辺が、ちょっとポイント、つまり共同幻想論を考え直していく上での、ポイントになるところです。これまで何かあります？いいですか？はい。ちょっと半分は分かるんだけれども、一つはですね、フーコーと吉本がの共同幻想論がその国家の初言だとおっしゃいましたよね。でそれがこう下に、ブルドゥというところで統治していく統治の理念で。それはあれですか、統治の理念を通してしかし国家が実体化するの、つまり実体化させていく、統治の仕方がそこのテクノロジーというか統治の規制そこはね非常にフーコーを理解する上でものすごく難しいところなんですけども、結論的に言うと国家は統治しない。統治をしてるのは統治が統治してるだけ。だから国家というものが統治するんじゃなくて、その統治の、秩序を形成する理念、論理というものが、あるわけですよね。でそれが、結果的には国家という実体化していくんですか。つまり実体化しなくてもいいんだけども、それが間に入る。ある意味で国家が国家という形で実体化しないけど機能的な役割を作用させるっていうのはブルデューの世界だけどフーコーの世界では国家は国家として機能していかないんですよ。国家の機能の仕方を全部排除して、山本さんがおっしゃったのはこの、統治の論理というものが理念でもいいんだけど、それがあることによってつまり国家の実体性という、つまり結果的にはそこに実体じゃないんだけど権力としてあったりするわけですよね。権力必要はない。ないけれどそれに、なんて言ったのかな。ということはもうちょっとそれ分かりやすくね図式で言っちゃうと、これ消すね。あ、何これ何これ。もう明らかにあるのはその社会があるんですよ。それから市場経済があるんですよ。でこれはもう実際には具体的な制度だよね。でここに政府があるわけですよ。でこれ市場経済。国家っていうのは風光的に言うとこの外部なんです。
なぜかというと国家を法律でもって排除することはできない。憲法を作って国家を排除するってことはできないんですよ。だから法の超越したところで、だけどこれの機能は何かというとこういうものを配備することなんです。ね、でそれを図式化したのがその僕の最終的なあれこの図式、究極的にはこの図式なんですけども、この図式ですね。それでまだ僕はここではちょっと社会国家って言っちゃってこれはちょっとゲラで消すつもりですけど、社会国家もない。右側で社会国家って言っちゃってるんですけど、吉本さんが社会国家って言っちゃってるもんだから社会国家って言っちゃったんですけど、これもないんです。で政治国家も実はないんですよ。っていうのそれを国家ってのはそういう非常に外物的外在的なものであり理念の形態でしかない。でそうするとこの理念の形態ってこれ一体何かっていうと、ここをもうちょっと明確にするためにはこれやっぱり共同幻想と持ってこざるを得なかった。幻想だぞと。そうすると今度幻想のその配備がどうなってるかってこっちの別な領域の問題になってくる。だから税金の問題だとかそういう問題じゃない。でもその配備をどのように配備するかという配備の力というのはこの統治のそれが論理って理念っていうことでしょ。でそれが働くから配備されていくわけであって、でその配備によって回転していくんだけど、そうするとその統治の理念っていうのの、なんか力というのはどこから出てくる？テクノロジーです。それと同時にそこに真理を作る。でそれは、相互性の中から生まれてくるんですか。つまり誰が起こそうとか言うんじゃないわけだから。じゃない。そうじゃないから。それだから、ブルデューは誰がって問題を立てるわけ。そこをフーコーは全然考えてない。ね、だから統一誰がやってるんだって、誰が理念作ってるんだ、誰がそういったテクノロジーやってるんだっていうふうになるわけで、その誰かがブルデューの場合だと官僚になる。だけどフーコーはそこ考えないんですよ。だからそれがフーコーの限界だとも言えるし可能性だと思う。山本さんはそこに共同幻想という諸言のものを持ち込むことによってそういった権力者関係とかテクノロジーとか、それがどういうふうに配備されて関係して、それは機能するのか実体化するのか具体化するのかということを究極的には理論化しなきゃいけない。そうするとその共同幻想そのもの諸言はどこにあるのよっていう話になると。なるんです。それはある時徐々にできてきた。いやできてないんで吉本さんはもう答えて出した。それが一番最初の近世から付き人論、巫女論、不撃論、巫女論までの領域が僕が言った幻想の諸言の構造。それはもう国家と関わり関係ない。でもそれがあるから今のここにもそれがあるという。もう一個なんですけれど、この社会とだから市場経済というものとね、なんか上の向こう政府かなんかそれがあるというのは分かるんだけれど、それでしかしそこの中に社会というものがそれが機能していく場として設定しているのか、社会なんかなくて市場経済と上とだけで直接つなげてもいいんではないんですかっていう。ということは今度歴史的に説明していくんだけども、フーコーは穀物価格の穀物で食糧難、食糧難に対して食糧難を統制しようと順応主義がやった。だけど順応主義のそのやり方全部失敗するわけです。でそこに住所主義が出てきて価格は自由にほっぽっとけば、で自由にほっぽっとけばちゃんとそれをあるバランスで必ず均衡して、そして食糧難なんてものは存在しないんだっていう
認識の構図になるわけで、統治をしないというテクノロジーになってくる。それが要するに新自由主義じゃない、自由主義の構図。その、統治の、の理念が機能する場所が社会というふうに設定してるわけ。設定するのは僕の論理だ。それがないと市場経済と市場経済と上と下を直接つなげて語っては機能する場所が見えないということね。だからこれはもうあくまでも配備されたんだっていうふうに考えてる。だから別な言い方すると学校が配備されるわけですよ。ね、で明治以前に義務的学校なんてないわけだから、塾という自由なその学ぶ場所があったけども、それが国家の命令と指令によって学校というものが作られるわけで、その学校というものが作られたその装置は国家にとって絶対的に必要なものなんです。ね、でなぜ必要になるかっていう説明はこれブルデューしかやってない。で吉本さんの共同幻想論から当然国家に入ってこないわけです。でそうすると今度僕はどうなるかというと学校幻想というものを設定しなきゃならない。ね、それからもう例えばどういうことかというと原発が爆発したんだよ。住民が住めない。こんな具体的な現実が出てきても原発は必要だという幻想は全然解けない。なぜっていうことで、これ要するにそれは国家の配備が貫徹してるから。その国家の配備は何かというと電力は必要だ、ね、電力は便利だ、電力は快適だ、でこれは誰だってそう思うわけです。そこまで配備されているものの根拠を問わなければ国家は問えない。そこの配備される場所というのがその社会だと。社会っていう場だっていうふうに設定してそこを明確にしたのが僕の論理です。一致だけどね。だからフーコーは社会の自然性が生まれたというふうにしか言わない。フーコーに共同幻想っていうのがないのはこう個人の幻想がこうバラバラに作られていくっていう発想だからじゃない。じゃなくてもう人口という集合体を考えるわけですよ。集合体と人口という概念を考える。見てると個人幻想みたいのがこう集約されていてそれがこう力になっていくみたいにそういう発想なのかなというふうに思った。そういうものじゃない集合的な人口を構成したっていう話なんですね。だからその人口を構成したっていうことのは僕の言い方だと共同幻想が成り立つことによってしか成り立たないんですよ。人口なという概念は。でもきっとフーコーはこう共同幻想って発想ないわけでしょ。ないですね。だから割と個人個人がそういうものをこう認識していくなんかこう心理学的なこう精神分析じゃないけど心理的現象みたいな形にいやそこをもうちょっとはっきり言うと彼らでブルディングフーコーに共通している概念はエージェントなんですよ。個人じゃないんですよ。だからそういったシステムなり制度なりを代行する人間なんです、ね、でどういうことかっていうとこれはもう僕の論理の方に引き付けますけど我々は僕個人として生きられないんです。社会人として求められている人間として自分を作り上げないと僕は生きられないんです。生存できないんです。それがエージェント。それ、生きられないという観念がエージェント。観念じゃない、そういう配置がなされてる。はいはいはい。配置がエージェントということ。そう。でエージェントとしてしか社会では暮らすことができない。はいはいはい、それはそう。ね。だから僕なんかしょっちゅう喧嘩するのは自分とエージェントの間の狭間をエージェントの規則対決の世界が自分に強いてくるからですよ。それは俺じゃないぞってことだ。でもそれは当時の理念とかなんか同じことだから統治の理念に基づいた統治のテクノロジーによる配備がなされたことによってそうなる。でその配備がどうなってるかっていうことの解明がこれから話をすることなんだ。個人として考えないね。いや個人
と詩人っていう意味でもないわけですか。違う法的な意味での自分ことこに詩的な存在することにおいてすでにそうそれでそれは今度はその問題は個人幻想と自己幻想の非常に複雑な問題なんです。それはまた後で説明しますただ大事なことはエージェントとしてソーシャルエージェントとしてしか我々は現代社会の中では存在しえないという。でそのソーシャルエージェントとして社会人間として個人化されるんです。ね、でそれが一番典型的なのが学生だというと学生番号って番号で出て今度国民のなんとか登録番号のナンバー制とかの中でナンバーで出てくるあれが社会人です。ね、で今もうなんか知らないけど原稿料の受け取りかなんかもその番号を必要とするっていうふうにで僕はずっと拒否したのに拒否できなくなっちゃう。原稿料もらえなくなる。給料なしだよね、でそういうふうにそれが社会エージェントです。でそれ俺じゃないじゃん。番号でしょ。だけど俺に払わないんだよ番号に払うんだよ。番号が山本さんという形をだから実体化してる実体化してないんでそうであるように配備させちゃってる。だから配備の力だよね。配備の力それがディスポジティブなんですよ。非常に分かりやすい。教育だとなんとなくいいことしてるように思うけど、だけどあれなんか強制された。だから共同幻想という批判概念を持ってこないとその問題は客観化できない。だから僕大学教師たちはバカだっていうのは全部その幻想なり配備なり展開したところでもって反対行動だとか批判行動やってるんですよ。ね、だから船舶なんです。文学部が解体されて困っちゃう予算が削られて困っちゃう。てめえが賃労働者として大学の分類体系の権力構造の中にあって国家配備されてるんだって何にも問わないんだもん。そんな論理でもって抵抗できないよ。そうするとどうなっちゃうかってまだ話がついちゃうけど結局俺みたいに一人になってやめたって大学辞めるしか方法なくなるんだよ。いや戦えば戦いますよ。ね、戦う限りは僕は負けないけどもなんか不毛だよそんなことやったら。問題は何かっていうとこの国家配備が問題だから。でも配備は全部一応自覚ができるんだ。配備は自覚できますよ。脚本はいつの間にやら統治されてその中で生きてるわけだ。だけどそれを認識したところで壊れないから。田舎行って勉強しろって言われて。なんで壊れないのってことは問題だ。それはもう幻想領域の問題。だから非常に僕の理解の仕方っていうのはもうフーコーを理解しても自分のこととして理解しますから自分の世界の中でそういったその知の領域なりの世界がどうなっているのかということを明らかにしながら自分に対するテクノロジーの取り方を探るわけでね。だから逆に言うとその国家の配備の戦略に対抗する戦略を自分で発揮させるわけだから対抗できるんですよ。どこで逃げればいいかも分かる。どこで怒鳴ればいいかも大体見当がつく。ね、逃げ方もちゃんと分かる。どこで無関心を襲えばいいかそういうような戦略が個人個人ができるようになったのが本当は自由な状態なそれは究極的な形態ですけどね。よろしいですか。軌道が出た。この統治性化ということがどうなのかということを理解していく度合いが国家の配備を理解する度合いになってくるというふうに理解しているべきです。じゃあ統治性化って何だってその簡単な話じゃなくなってきますから。で一応ですねその次のこのこの図を見てください。これが非常にフーコーとあれを踏まえてやったわけですね。でそうすると実際的な局面はこの統治プラスチックのこの丸い領域で
統治がなされている。でそこに統治技術が働いているということですね。でその一番根本的な目標は安全性を確保する、安全性を配備する。で左側にあるのが、これが実際の生活的な局面なんですけども、そこでは要するに諸個人が規律化されて同時にパストラルとして救われている領域ですね。でこれがパワー関係、権力関係の領域になる。それでこの統治プラスチックと統治性と権力諸関係が重なっているところに社会のこの場があって、これがアパレイユの装置を持つんです。これが制度になる。学校制度とか医療制度だとか警察制度も全部含めた。でこの社会の中で社会人として生きていくということになる。でこのテリトリーと領域から全然阻害された領域に市場経済の位置がある。でこの市場経済の位置は基本的に経済の自由の領域です。商品価格を国家が決めるわけではない。だけど新自由主義によって商品価格まで決められますけどね。でそれは交通費だとか輸送運賃を規制していくことによって商品規制の要するに価格規制まで実は入ってきてるんだけど、基本的には市場経済の自由ですから僕はこの本を4900円って決めるのはこれ僕の自由。別に国家の命令じゃない。だけどこれを4900円という値段につけざるを得ない流通の関係だとかそういうような諸関係が全体がある。でもそこはとりあえず市場経済は自由であるという領域を組み立てることによってあるんだけど、実はそこにこの統治性と。でも市場経済によって4900円が割り出されるわけでしょ。つまり原価は元を取らなきゃならない。でも元を取らなきゃならないとかってそういうようなことの中でこれは決まるわけだから、今言った統治性だとか権力諸関係の規定性を実は受けてるんですよ、ね、だけど面倒くせえあげるよって言ってこれあげたりするわけでしょ。それ自由なんだ。だから市場経済っていうのは基本的にともかく自由だということです。原則はこれはもう歴史的に統制したらとんでもないことになるということが分かってる。原料とさ紙と印刷体とかなんかのあれでここの中で自由で決まるんじゃない。こっちからの統制はないですよ。それが実は統制だっていうことの諸関係を読み解かないと経済の問題が理解できなくなる。だから市場経済が自由だという幻想があるだけの話です。だけどその幻想として機能させてないと市場経済は機能しない。そこにホモエコノミクスっていうのがあって、このホモエコノミクスというのが個人と統治性の間を結ぶ存在。ホモエコノミクスは経済人間だとその単純な話じゃなくて、そのホモエコノミクスの存在状態は自分の個人と統治性を関係づけるときにホモエコノミクスとして関係づけられる。でこれが新自由主義では起業家だったんだけど、僕の言い方だと現在でこれは賃労働者になっちゃってるということになります。それで右の方に国家がなんか外在的にあるんですよ。よく分かんないけどね。そしてこれは国家認識、国家理性を持ってる。でそのところを共同幻想がどうもぼやっと何か規制してると、こういう意味合いになる。そして政府だとか法規定だとかがなんかそこから外部されてなんか新しいんだという話で、この領域全体から排除されているのが、つまり配備されなかったのが僕の言い方だと資本と場所というふうになります。これが大体大まかな図ですね。それでどうしてこうなっちゃうのか、どうしてこういう構造になるのかっていうところで幻想の問題に戻っていくと、こういうことになります。で一番最初のところに、ここから吉本さんの話になるっていう、こんな感じなんですけど。早く言ってやってよ。だって俺はさ、僕はこれ全体の一つだと思ってた。つまりそうだけど、これが全く市場経済というものと社会をこう切っちゃうんでしょ。
一つになってるわけ。いやそれはちょっと歴史的に説明しないと成り立たないとこなんで、ちょっとそれはちょっと後でやりましょう。それでよろしいでしょうか。はい、どうぞ。正直こういう論理は初めてのはずなんで、相当頭の中が大変だと思いますけども。山本さんがそう考えて。いや納得してるよちゃんと。山本さんの言ってる感じよろしいでしょうか。それでちょっとこの共同幻想の方に入ります。でまずですね、この共同幻想、個人幻想、対幻想っていうのがあるんですけども、これがものすごく大事なところなんですが、幻想概念とそれから意思概念、これを吉本さんが非常に強調してたっていうことですね。ですから対幻想の意思がある、それから個人幻想の意思がある、個人の意思がある、共同の意思があるということですね。それで僕が言いたいことは、個人幻想の中に共同の意思、対の意思、個人の意思があるっていうこと、共同幻想の中に共同の意思、対の意思、個人意思があるっていうですね、つまりそれぞれの幻想の中にさらにまた3つの次元の違う意思があるっていうことのこれ強調です。ですから対幻想だけが対の意思を発揮するんじゃないんだっていうことですね。対幻想は共同の意思も発するし、対の意思も発するし、個人の意思も発するんだっていうですね、ここをつかまないと幻想が実際に作用する、それを幻想プラチック、あるいは幻想 C って言い方で、一応プラチックを僕は C っていう漢字を当ててるんですけど、これどうしてこうにしたのかというと、これ前にも言ったと思うんですけど、白川静香さんにインタビューした時に、どうしてもプラチックを訳語化した、原標化したくて、それで漢字で書くとどうなるんだってことでプラチックの意味を説明したら、白川さんがそれは死だって言ったんですよね。仕事の死だで、死じゃちょっと通用しないと思って、死がなされるっていうことで、僕はこの死っていうのをこれをプラチックに当ててます。でまたちょっとこれまた戻っちゃいますけど、このプラチックを全部吉本さんも、それからブリデュー関係も、ブリデューは一部は慣習行動って訳してるけど、これを実践ってやってる限り絶対わからない。これはもう僕は口酸っぱくして言い続けてるんだけど、実践はプラクシスなんだよってはっきり言ってるんですよね。もうでこれはね、プラチック実際行為じゃないんですよ。だから前にも僕何度も言ってるけども、これを飲むぞとしてこうやって意識を持って飲む、これは実践と言っていいです。だけどこの状態でこれを置いてるわけですね。これは実践じゃないですね。だってこう置いたらこぼれるでしょ。こぼれるものをこぼれないようにちゃんと考えてこう置いてるんですよ。それからこちらの物体もひっくり返らないようにちゃんと作られてるんです。これがプラチックの領域なんです。だからそこにはものすごく論理がある。だから人々が何かの行動をするときにはそこには必ず無知だとか、だからサルトル的に言うと無知な行動だとか、大衆は認識してないなんて言うけど、絶対にそこには論理があってロジックがあって、そこで物事がなされている。これがプラチックの領域なんです。でこれは実際、とりあえず実際行為っていうふうに訳しますけども、実際的に別な言い方すると行為もしてないんだけど行為してるんですよ。で例えば今僕はですね、ちょっと暑いねとこう言ったとしますね。そうするとどうする？ちょっと冷房の音を下げようかって言うでしょ。だけど僕は冷房の音を下げてくれとは言わないんです。ちょっと暑いねと言えばちゃんとそれをキャッチして、あ、今冷房が働いてるから冷房の温度を下げるんだなっていうふうに動くんです、人は。でそういうプラチックの論理を、要するにブリデューとフーコー、特にブリデューとフーコーですけど、これはもう徹底的に解明してでその領域はほとんど暗黙の領域で何も考えられていなかったの。
領域ですね。でそこに歴史的な編成が全部なされてるんだぞ、社会的な編成がなされてるんだぞということを明らかにしたのがブリテューとフーコーの思考形態なんです。でそれはプラスチックな実践じゃない。これをみんな僕が言ってるっていうことは分かってるのにまだ実践で訳し続けるというですね、訳し続けてる限り絶対フーコーにたどり着かないしブリデュにたどり着かないっていうことをですね、これだけはもうはっきり言ってますので、これだけちょっとあれです。でというのはそのプラスチックの領域にこの幻想だとか意志っていうものが関わってくるということです。で実際は対幻想は家族を構成し、共同幻想は国家を構成し、個人幻想は個人を構成するというふうにとりあえずはあると。だけどそんな簡単な問題ではないぞということにこれからなっていくんですけども、で左の方に書いたのはですね、とりあえずその幻想論のそれぞれの位置です。でこれは番号が本当は逆にこの12345678910って共同幻想論と逆にやってますので、僕番号は共同幻想論の書かれた順とは逆です。ですから近世論が11番になったけど吉本さんの共同幻想論では近世論が1番目ですね。で逆から読んでいくってやり方を僕は取りましたので、どっから読んでいったのかというと、この国家のここから起源的な形のここから読んでいくわけです。でそれを構成している部族社会があるな、二三があるっていうですね。でこれが要するに規範論、それから在籍論という領域に入ってくる。でそしてさらにですね、その対元素が分離されてくるって問題で、ここが猜疑論、未考論になってくる。でそれから高い論、そして近世論っていうですね、そういう領域になってきます。だんだん元を探っていくっていう、そういう読み方を一応僕はしたということですね。それのちょっと配置図でみたいなものです。でここでですね、次に出しています図は、まず右の方ですね、そのアフリカ的段階とかアジア的段階とかヨーロッパ的段階とか、それさらにアメリカ的段階っていうのを僕は加えてますけども、要するに吉本さんがその今を考えるとすると、ヨーロッパ的な段階を考えるんならばアジア的な段階をちゃんと考えなければいけない。でアジア的な段階に考えるんだったら、アフリカ的段階も考えてヨーロッパ的段階も考えなければいけないっていうですね。でヨーロッパ的な段階に立てば超ヨーロッパ的ですね、超西欧的なものを考えなきゃいけないっていう、そういう言い方をしていることの歴史的な段階がどうなってるかっていうと、アフリカ的段階っていうのはこの歴史層 A のもっと歴史になる前の状態ですね。で歴史層の A の段階でアジア的なものが登場してきて、で歴史層 B の段階で西洋的なものが登場して、歴史層 C の段階でアメリカ的なものが登場するというふうになった時に、それは過去のことではなくて、これが現代の近代的な民族国家の中で全部初言的に全部入り込んでくるんだっていうことをちょっと言いたかったです。ですから今この時点でもアフリカ的なもの、アジア的なもの、ヨーロッパ的なもの、アメリカ的なものがこう入り込んできていると、こういうことですよね。で分かりやすい例でいつも僕は西部劇を言ってるんですけども、西部劇でいうとヨーロッパ的な段階、これが移民になります。でアメリカ的段階、これがカウボーイになる。でアジア的な段階、これがメキシコ人になる。でアフリカ的段階、これがインディアンになります。で西部劇ってこれ全部描いて、必ず描いてる。で西部劇見るとこれ段階がよくわかるというですね、で状態です。別な言い方をすると、セルジオ・レオーネのマカロニウエスタンになると、このアジア的な段階で、中国人は賃労働者になって出てきますね。鉄道を作る賃労者で、アフリカ的段階だとなぜかインディアンの女の人が出てきてギャーッと叫んで去っていく、それだけです。で何のために出てきたか全然わからない。
でもアフリカ的段階を入れないとセルビアが成り立たないってことだけセルジオ・レオネは象徴的に分かってたっていうことなんですけども、必ずこれ出てきます。これ4つが。で大事なここのポイントはですね、アメリカ的な段階というこの段階がなんていうのかな、国家間の均衡を図りながら帝国状態を作り出すことなんですよ。でこれが今トランプの問題と民主党と共和党のその問題の中でこうせめぎ合ってるんですけども、このアメリカ的な段階がどう歪むかによってですね、実はヨーロッパ的段階とアジア的段階とアフリカ的段階がかなり規制されるっていうですね、こういう状況になっています。でこれがなぜそうなるかっていうのは、国家間の均衡という問題を前提とした世界編成にあるからだっていうことですね。ですから国家間の関係、国家間の配備をなくさないとアジア的なものの生きる状態っていうのはほとんどありえないということになります。これはちょっと基本図として置いとかなきゃいけない。それからここでですね、本質の層とそれから国家の層とある意味で現実の層なんですけど、これ吉本さんと僕との対談の中で吉本さんがはっきりと共同幻想と共同の意思と区別しなきゃいけないというふうに言ってるんですが、それをあえて図式化すると、共同幻想の中にあるいはそのような雰囲気の中にですね、共同意志というものが働いている状態があるということですね。でこれが国家という形での共同幻想の中で国家の意志という形で現れてくる方へ転化されてくる。でこの転化がどのような形で編成されるかっていう実例としてその下に書いてありますけども、これ吉本さんが言ってることですが、天皇制国家というものがあって、そこは天皇の意志があったと。これが共同の意志だと。で大日本憲法があったんだ。でこれが GHQ が介入したことによってこの国家の共同幻想が一回解体されたって、こういう言い方になります。そして新たな象徴としての天皇が編成されて、主権在民という形での意思を持つことによって天皇の人間宣言によってですね、新たな国家的な編成がなされた、こういう言い方になってくるんです。でそうするとここで何が大きなポイントになるかっていうと、幻想と意思が分離されると幻想が壊れるということを本質的に吉本さんが定義してたなっていうふうに僕は理解します。でここで要するに戦後の状態で国家意志が喪失したわけですね。そして連合国がそれを代行してこれやったわけで、それだし今の憲法改正っていうのはここで国家意志が喪失しちゃったわけだから、国家意志をちゃんと持って GHQ の憲法ではない自分たちの憲法を作ろうっていう国家意志を働かせようとしているっていう構図に今なっているというようなことですね。でこれをもうちょっといわゆるマルクス主義的な構造の図式に持ってくると、ここで国家の共同幻想というものがあって、その中に国家の共同意志というものがあって、そこにさらに国家統治という制度みたいなのがあってですね、それが統治技術を及ぼして市民社会という社会空間で個人を統御してて、でそれでその中に近代家族もあってですね、でそしてその個人が共同の意思を持って国家を支えるっていうような構図になっているんじゃないかということになります。で僕は一生懸命何をやろうとしているのかというと、社会構成体概念をなくすということを一生懸命やっています。で社会構成体という概念がある限り、国家とジョブ構造が、それから株構造がですね固定されて、国家配備が総司令になっちゃうんですね。で国家配備っていうのは実は配備ですから、こういうヒエラルキーがないんですよ。別な言い方すると国家はこの机の上にも国家はあるっていう、こういう問題を考えなきゃいけないっていうことなんですね。でそのためには社会構成体概念をなくさなきゃいけないっていう、それが意図としてあります。でそうするとですね、まず何が大きなポイントなのかというと、追幻想の位置です。で追幻想から
説明がされない限りその国家の編成社会の編成は説明したことにはならないっていうのが僕の一義になります。で追元層の本質、別な言い方すると追元層をめぐる諸関係を国家が配置換えすることによって国家が成立する、で社会が成立するっていう、こういうことになるんですね。でその家族という形で現れているこの追元層の本質的な構造は、これは肘子とその肘子のですね相互関係から追元層って成り立つっていう言い方をしてるんですけど、この肘子って何かっていうと、吉本さん的な領域で言うと母親と子供との間の全言語的段階において形成される領域です。これが肘子で、言語化された時自己になってくる。で自己を形成することになると。でつまり追元層のこれは実際には母親と子との関係であり、今度は恋人同士の関係もそうなんですけど、そこから自己が排除されて、でそしてこの自己と自己が相互にその関係し合う、間に日本線入れてるのは関係し合ってるという偽装があるだけで実は関係できてないんですけども、関係できてるのは肘子関係が関係してるだけなので自己関係は関係してないんですよ。でこれが別な言い方をすると小説が書かれる根拠にもなる。で自己と自己の関係は関係してませんから、ここの領域を文学っていうのは描き出していくわけですね。でそれで前提になってるのはやっぱり男女を愛し合って一緒になるんだっていうその追元層の肘子と肘子の関係がありますから、これを根拠にしながら自己と自己のこの相互をですね描くという形になります。でそれが実は社会の中で対関係っていうそのお互いの対の関係を持つわけですね。でそれが社会に開かれる、こういうことになります。でこの自己の個人が男になりその女になるっていうですね、こういう構成、これが一応基本図、追元層の基本図になります。でそれがですね社会的な形で転移されるんですよ。それが下の図です。でどうなるかっていうと、社会現象にまず覆われますので、これ社会現象の位置は後ほどまたやりますが、そうすると追元層はですね、実はその社会現象の社会空間の中でそこに近代家族が配置されますと、その近代家族はどうなるかっていうと、男は給料を取るために賃労働として働き、女は家で料理洗濯の家事をやり、子供は学校に行くというですね、この構造の中にスポッと入ります。これはもうどう見ても近代国家の中の変数はこれがありえない。で自営業でやってても自営業としての賃金を働きを労働をやってて、女性が家事をやってでシャドーワークですね。で子供が学校に行く。でこれはサービス制度、つまり学校制度が一番大きいですけど、そのサービス制度の中でこの性の役割をユニセックス化、中性化するんです。ですから男の子も女の子も平等で同じだということですね。で今東京大学でなんか女性だけにその家賃を払う不平等だとかなんとかやってますけど、それユニセックス化を壊したから不平等だって言ってるんですけど、このサービス制度の基本は男女の差をなしに中性的なユニセックスとして、これを対象として扱う。ですから医療であれ、その交通機関であれ、学校であれ、男の子も女の子も同じものとして扱います。でこれが社会の特徴です。でそれは実はセックスの男女のセックスの状態が経済的にセックス化された状態なんだと、こういうことになる。ですから社会現象を支えている主体は経済セックスであると。でこの経済セックスというのは男女の追元層から阻害された個人の経済的な状態です。これが社会現象を支える。そして追元層はそこであるのに実は外に弾き出されているか、あるいは愛として再引きされるということですね。これがこの図なんです。でこの社会現象の中から弾き出されているのは個人現象。
それから国家元素、こういう構図になります。でこれはですね、左側の方にちょっとそう言って、それが次元素の社会定義の第2の図なんですけども、何が加わったのかっていうと、その左の方の対元素の形成の中で、実は男女というものが構成されてくる言語段階と全言語的な段階が、母と乳胎児の性機能と栄養摂取って母系論ですけども、その構造の中から対元素が形成されてきますよと。でこの形成過程は実は社会現象から阻害された場にあるんですよということの意味合いです。それで国家の方は今度は逆に国家のイデオロギー装置生産装置としてですね、この社会現象の中に配備として入り込んでくる、こういうことになります。ですから社会現象の基本的な構造は対元素と個人元素と国家元素をその社会元素から全部排除するんですけども、阻害するんですけど、阻害したものを再微球としてもう一回取り込むということですね。これが社会現象の基本的な役割だと、こういうふうに言えます。でまたその説明はなんとかやりきれてると思うんですけども、そうするとですね、どうなってるのかってその上の方に図で見てほしいんですが、左の上ですね、対元素のそこで統治性化がなされてるんですよ。でどういうことかというと、対元素の統治性化は2つの方向に行きまして、一方では家族元素に行く、もう一方では制度元素に行きます。これどういうことかというと、家族元素はもうそのまま分かると思いますけども、男女の愛ですから。もう制度元素はどうなるかというと、教師と生徒の関係、医者とそれから患者の関係を見て分かると思いますけど、1対1関係なんですよ、基本は。でその1対1の基本関係なんですけども、それはあくまでも教師と生徒との関係ですから、恋愛関係に入っちゃダメなんです。で性愛は禁止される。それから医者と患者との関係ですから、その医者と患者の関係でそれは恋愛関係は排除される。だけど対の関係なんです。でこれを制度元素が担うわけですね。でその担った時にその関係をサービスの経済関係にここで切り替えます。そしたらそれが同時に今度は家族元素の中では家事労働という形での支払われないシャドーワークにここが編成される。つまり元素の編成が経済的な編成をここで被るんです。でそれが経済セックスという形になって阻害されて、個人が社会人間として社会元素の中で生き延びると、こういう構成になっちゃった。でここで制度元素の方は共同的なものの方が対のものよりも力が強い。家族の方では対の方が共同的なものよりも力が強いということをちょっとそこの不統合で表現しています。でこの相互の関係の今言った変容がこう起きるのは、そこにパワー関係、シャドーワークっていう労働関係がですね、それが対元素の対関係の統治性化という形でもってここで編成されているからだと、こういうことなんです。でこれは対元素の統治性化なくしてこの編成はありえない。でこうなります。ですから別な言い方をしますと、経済セックスっていうのはこれイリッチの概念なんですけども、そのイリッチの概念というものだけではそれは説明できないということですね。それからフーコーの言ってる性主体とかっていう概念の説明もそれだけでは説明できない。あくまでもこの制度元素と家族元素の相互の領域の中から阻害された社会元素があるんだと、こういうふうに考えていかないと統治性化として考えられない。また元素というのはこういう統治性化を働かせる作用を用いているっていうのがこの図になります。でそれをさらにもっと説明していくとですね、次の図になるんですけども、この社会現象がそういった形で設定されますと、それは社会空間という形で実際にはないんですけど、社会空間があるかのように想定されて、つまり社会空間が配備されてですね、
そこに社会サービス制度というものがその中で設立してきて、これが、ブルリューの言ってる会シャンプになるんですけども、そのフィールドでエグディというフィールドですね、フィールドになって、その中で社会人として営むという暮らしがあって、これが個人幻想が微給され、さらに国家幻想への合意という形でもってここは成立してくると。そして社会のこの領域は人口という集合体として設定されて考えられる。でそこに法的な権利の拘束性と、それから市場経済の自由というのがあって、でその社会幻想の外部に商品幻想という幻想形態があるんですが、この商品幻想という形態も社会サービスの中に入り込んでいきます。でつまり商品がないと暮らしていけないという状態になると。でこれは幻想の配備として考えないとこの問題が説明できないと、こういうことになるんですね。そしてここから国家の共同幻想というのは実は外部的に排除されて、この国家の共同幻想の実は力の配備によってこの社会幻想、商品幻想の配備がまたなされているという、そういう相互関係にこう入ります。でそうするとですね、どういうことがそのもう一つ大きな問題になってくると、先ほど言ってました自己幻想と個人幻想なんですけども、これは共同幻想の中で概念がもうごちゃごちゃになっています。で多分吉本さんも整理ができてなかったんだと思うんですけど、我々が一般的に考えると個人幻想というのはある個人という身体をやっぱりどうもイメージとして想定しますよね。これは個人幻想ですね。それから自己幻想っていうのは非常に抽象的で、何か得体の知れないもので、なんかその個人の内部にある何か心的なもののような自己のようなですね、そういうイメージがあると思うんですけども、それはどうなってるかというと、対幻想の非自己関係から自己が阻害されてきて、この自己の阻害が個人幻想を阻害することによって自己幻想として内在的に阻害されると、こういうふうに僕は理解しました。ちょっともう一回言って。対幻想から自己が阻害されるでしょ。そうするとその対幻想で阻害されると、この非自己と自己との関係の統合体として個人幻想が設定される。そしてその個人幻想がそういった形で統合的に設定されると、そこから自己幻想が阻害されて出てくるということ。だから別な言い方をすると、自己幻想は本質的に共同幻想と逆立するんですよ。だけど個人幻想は共同幻想と同調するんです。そういうふうに区別。つまり個人の統治性化というものがどうなってるかというと、個人幻想と自己幻想に分離するように個人の統治性化がなされると、個人幻想が共同幻想と同調するということの可能性が開ける。こういうことなの。これが個人幻想の統治性化で、それをさらに紐解くには先ほど言ったようにその左の図になってる。で今言ったように関係性の中から自己幻想が阻害されるんだけど、その阻害された自己幻想は実は共同幻想論において、また母系論において母と乳児との対峙の関係から形成されてくるんです、ね、でそれが自己幻想の核になってる。だけどそれは幻想の形成過程ではこの核になってるんだけど、関係性の中では対幻想から阻害されて個人幻想が外化されたことによって生み出されている自己幻想なんです。でこれが別な言い方をすると、本当はそうじゃないんだけど分かりやすく言っちゃうと、その自己幻想を形成する過程が吉本さんが言ってる共同幻想を排除しながら自己が形成されるって言ってる幻想の自己幻想の形成の問題。それに対して上の方の領域は家族であるとか社会であるとかっていうことに配置されたことによって規制される個人幻想の
疎外から生み出される自己幻想の問題なんですよ。個人幻想から生み出される、個人幻想から阻害された自己幻想。うん、だから自己幻想という領域は、個人幻想から阻害された自己幻想ってどういうことや。だからその最初の方は分からない。個人幻想というものが形成されないと自己幻想は阻害されない。なんでってそれはもう要するにその中でなんていうのか、あえて幻想として阻害されずに生物的にそこにあるから。別な言い方すると、狼少年なら狼少年設定してみれば狼少年自己幻想ないの。母と乳児期の追幻想から阻害されて、それが自己幻想になりますよね。いや最初の段階ね。いや最初の母と乳児との関係はこれは家族関係ないんですよ。関係ない。母と子との関係。ね、でだけど上の追幻想っていうのはこれは家族という規定性を被っている。それが組み合わさるっていう意味。組み合わさるも組み合わさらないもそういう状況にしか子供は置かれないから現代社会では。だからその自己幻想と個人幻想の問題はものすごく今さっき言った複雑ですよっていうのは、しかもそこにその自己幻想の形成っていうのは僕はラカンの言ってるこの象徴界と創造界と現実界の対象 A の規制性が入ってきて初めてこれ成立するからね。だからそうでないと自己の形成ってありえないんです。だけどこの自己というのは実は追幻想から阻害されて個人幻想が阻害されたことによって阻害された自己幻想の領域という規制性を被っている。でそういうふうに個人幻想を考えないと、個人幻想が一体その共同幻想と逆立してなんていうの、その国家と対決するかのような前提に入っちゃう。で現に吉本さんの自立の思想的拠点は個人幻想が国家と逆立して国家に対峙できるんだって設定したからね。でそんなことは現実的にありえない。同調、むしろほとんど同調してる。これは共同幻想としての個人幻想というふうな。違う。それもあくまでも個人幻想というその個人の意思を持った幻想形態で、共同幻想と同調しうる個人幻想。共同幻想が成立するのに必要な個人幻想全然そう必要とはしない。別に共同幻想というものがもう阻害されてあって、それに対して個人幻想が逆立するように見えるけれども、実は同調するという形での統一性の変遷がそこでなされる。でなぜなされるかというと、ここに言ってる社会幻想がそこに介入してくるから。社会幻想が介入してこないとこれの同調は成り立ちえない。そっちからは分かる。でその分かんないのは下からの母親と子供の追幻想が自己阻害体になって自己幻想になると、そことさっき言ったもう一個の社会幻想のね中に今ねイメージ君も言ったけど、母親と子供の追幻想ってどうもね言えないように気がしてきたの。ちょっと聞いてたじゃん。いやだから追幻想上に書いてあるでしょ、ここの母とここに追幻想って書いてないんですよ。書けないんです。なぜかっていうと母って共同幻想を代行してるから。だけど純粋な母っていうのを生物的に設定すると共同幻想代償表彰してないのかなとかね。でも要するにその追幻想でくっついている仕方において共同幻想を流し込んでるという側面はあるということです。いや共同幻想を流し込むのはその家族という関係性に置かれるから、あるいは社会という関係性の中に置かれるから共同幻想の規制を被るわけで、例えばそれは損得共同体であるよね。だから別な言い方をするとここは無意識論の見直しの根本的な問題なんですよ。でこれをラカンはここの母の段階を共同段階にして、それで父のファルスの世界を父の掟とファルスの論理でこう説明するわけね。
でもそれじゃあ吉本さんダメだっつって母と乳児との関係の問題で三木茂を引っ張り込んでここの全言語的段階の問題を説明したわけ、ね、だから心的現象論の問題っていうのは実はここの領域の問題なんですよ。で山本さんはその三木清の重岡右なんとかの話の中ではそこの中に共同幻想も俺ないんだと思う。共同幻想はガジャ的ないけど対幻想じゃないんだと思う。まだそこ僕まだ分かりませんよ。ただこの個人幻想の統治性かっていうことを考えて考察してみるとこういうふうになる。で個人幻想と自己幻想っていうものを僕は区別したと。区別してですね、そういう、個人自己幻想を持ちますよね。持ってそれが社会幻想の中に組み込まれ、つまり家族関係というね組み込まれることの中で共同幻想の、規制や統治性の論が入り込んでくるというそれの中で個人幻想になるっていう話なんですか。いやそうじゃなくて個人幻想というものが相違されないと共同幻想と同調できないんだと思う。そこの自己幻想と個人幻想どう違う。だから単純に言うと自己幻ものすごく歪小な言い方すると自己幻想の中にこう内部にあると思ってるわけで個人幻想ってのはこれにあると思う。外在化されてそういう意味その違い。いやいやだから対象化とか言語化というそうじゃないけどもちょっとイメージ的にそういう。自己幻想のままだったらばそういう、自己幻想はなぜかっていうと吉本さんが本質論で説明しているように共同幻想を排除することによって成立するものだから。それがちょっと無理もあるんじゃないの。かなり無理があるんですよ。だからここのところの説明が吉本さんの説明の中で自己幻想が生成してくるところがはっきりしない。今の山本さんの聞いてるとちょっとそこが無理があるから分かりにくいんだよね。だからそこは無意識論の問題と引っかかるんですよ。でそれでさらに個人って一体何なのかっていう問題に引っかかってくる。だから別な言い方すると個人っていうのはないっていうふうにしてソーシャルエージェントだというふうに考えないと引き受けられない。この個人って問題引っかかるのを考えちゃうとこの問題解けない。全然別だから。だから共同幻想に逆立するものという発想が吉本さんの方の中に最初からあってあるからこうなる。そうなって変な層が起きてる。だけど僕から言うと共同幻想と個人幻想どう見ても同調してる。大半そうだよ、山本さんみたいな変築林の人のみが。いや僕にはねものでさえ同調してる。だって同調しなきゃ生きていけないもん。しょうがない原稿料くれないんだから。だから個人幻想をだからそういうふうに配備しないとまたそういうふうに配備されてるんだなっていうふうに僕は理解した。個人幻想はね。じゃないと統治性化あるいは統治性化の結果としてそうなってるのか幻想の本質からして統治性化がそうなっていくのかとかねそういう問題も出てくるんですよ。自己幻想ってよく25時間目って言ってましたけどもそういうなんていうかこうありえないものっていうかなその社会的な関係の中ではむしろ、そういう領域には所属しないもんだと思うね自己幻想。よく25時間目25時間目で競ったら25時間目でやるんだって言ってたけどそういうことなのかなって聞いてて。でそうするとですねどうなってくるかということで国家の配備の問題を考えるとですね国家の配備というのはその次のページにある経済幻想と国家幻想というものを切り離してこの間に社会を編成するんですけれどもその社会の編成の場に幻想を配備しパワー関係を配備し実際行為の相対をアレンジするとこういうことなんです。それで市場経済は手を触れない
国家元素の領域は国家装置を作るんですけど、実はこの国家装置も国家の中に置かないで社会の中に配備するんですけどね。で国家の中に配備するのは政府であるとかその軍隊であるとかっていうのを一定程度配備するだけで、あと裁判所とかですね。だけど国家装置の学校だとか個人に関わる領域は全部その社会の方に阻害して配備しちゃうんですよ。でそれがその下の図で共同元素の統治性化ということで、まず基本的なのは共同元素と対元素と自己元素の次元が違うんだということを配備していることですね。でそしてその上で社会の空間を形成して、ここに規範化の権力諸関係を置いてですね、でここに生活の実際行為を全部この中に組み込んでくる。で家族までこの中に組み込んでいっちゃう。でその中でこういった元素の配備を機能させるには、左側の統治性化っていうその小里編で書いた性と、それから制度化する方の統治性化って、これ僕区別してるんですけども、同じグーベルナメンマンタリティをですね、この2つの言い方でもって僕説明してます。でそうすると左側はどうなるかっていうと、天津神を立ててそこに高間原共同元素を持ってきてですね、そして国津神を配置するっていうその古事記的な幻想配置に日本書紀的な幻想配置で真ん中に阿修羅の中津国を持ってくる。でこの阿修羅の中津国が社会を作る幻想の初言であると、こういうふうに考えます。でそうするとそれが統治性化になるとどうなるかというと、この天津神的な共同元素、高間共同元素と天津神共同元素を合体させてですね、スメラミコト共同元素という支配様式を持つ元素形態を作るんです。でこのスメラミコトは言うまでもない天皇ですね。で天皇の一元的な共同元素の一元性の世界を作って、そして場所の多在性、国津神はこれを蹴落とす。で場所の蹴落としを行う。でそして統治性化の中で同地化したり分離化したり移行したりしながら、社会均質空間の幻想の均質空間をここで作っていくと。でこういう構成になってる。だから常に対元素の左側の統治性化と右側の統治性化、個人元素の統治性化と統治性化、これをですね常に区別しながら幻想の配備を考えなければいけないんだということが分かったのが、吉本さんのこの郷土幻想論を読むという形で分かってきたことです。でまたこの統治性化の機能的なテクノロジー的なものを入れないと、幻想のその意味合いといいますか、共同幻想論の意味合いを生かしていくことができない。またこれがないがゆえに共同幻想論がそのまま放置されてしまったというふうに僕は考えてですね、それで共同幻想の国家化、つまり共同幻想の国家化というものがなされてくる、その構図を明らかにしていくと、こういうことになるんです。でそうするとですね、その次のあれを見ていただくと分かるんですけども、どうなるかというと、共同幻想の統治性化としてですね、配備されているのが制度幻想と社会幻想と商品幻想というものを大きく配備した。つまりこれもうちょっと別な言い方すると、共同幻想の国家化としては制度幻想と社会幻想と商品幻想を配備しなければ国家が成り立たないということになります。そして制度幻想の方は制度生産ですね。だから学校とか医療とかでここで価値が生産されたり、制度活動の自由が保障されていると。だから大学で何をしようが学校で何をしようが基本的にはまず自由が設定されていると。でここでは制度価値がですね生み出されて、つまり学校であれば資格が取れて、中卒大卒あるいは東大卒
刑法措置というようなですね、そういった制度価値が設定されて、そこで受けるサービス労働を受ける制度の側はシャドーワークをやって、その総体が制度生産としての価値を生み出していると、こうなっています。でそれに対して右側の商品幻想もこれも同じ論理でもって実は成り立ってるんですけど、実際は賃労働がなされて、でこれは生産物を実際作ることですね。で経済的な労働だとか経済的なその価値だとか経済的な競争をやってるんですけども、これが経済の価値利益利益を生み出すわけですが、これも市場経済の自由にあるんですけど、この両方はですね社会の中に関係づけられてきます。でそして社会それ自体が生産されることでどうなるかというと、個人が社会人という形で設定されて、経済的な労働は社会的な労働、それから経済的な価値は社会的な価値、それから経済的な競争は社会的な競争という形での形に転化される。だからもう少し具体的に言うと、学校の中で成績の競争をやったりとかですね、どこの大学に入れたのかっていう競争を行うわけ。医療的なものもどれだけいい医療を受けられるかっていう競争をやるとかですね。で交通機関で言えば速い乗り物にどれだけ自由に乗れるかっていうようなことをこう競はあって、そういったことが社会的労働となっている。でそこには必ず規律化規範化、これが身体訓練、さらに心の訓練までさせられますけども、これがそこでなされている。だから非常におとなしい、従順な日本人が育成されるというですね、そういう規律化がなされます。でこういうようなことを家族幻想の中、家族幻想が個人を、つまり家族の中で個人化されちゃうんですけど、家族の中で個人化されることによってこの3つの幻想が支えられると、こういうふうになってる、こういう幻想配備がなされていると、そういうふうに理解します。それをもう少し詳しく書いたのが左の方ですね。幻想の配備ということで。で対幻想の統治性化っていう形と共同幻想の統治性化ってその2つが関与して、実はこの制度幻想、社会幻想、商品幻想が実は成り立ってたんだと、こういうことになります。でその配備から排除されたのが場所と資本だと、これは何度も繰り返しますけど、ここに組み込まれない。組み込むとこの幻想形態とパワー関係は崩れるっていうことですね。ですから場所は地方という形に貶められて、中央の基準に基づいた普遍化を設定して場所は劣ってるという形で排除する。それが地方になるわけですね。でそして資本の方はこれは逆にものすごい能力を要しますから、資本の闘技は。それはだから資本の闘技は排除して商品生産の、生産の管理、そのコスト管理、生産量の管理だけをやってるという状態になっている。でそうすると東芝みたいに粉飾決算をやってですね、資本なんかどこにもないっていうアホみたいなことを社長が追っ始めるという、帳簿を書き換えれば利益があるんだみたいな、そういう世界がここで作られちゃうということです。でもうちょっと引きな例で言うと、この先ほどの右の方であった規律化ですけど、いつも僕は例を出すのは、赤信号で車が通ってもいない、車がどこにも右も見ても左を見ても車がいないのに、特に若い子たちは真面目にそこに止まります。で大きな信号じゃなくて、ほんの小さな町の片隅のですね、こんな小さな道路での信号でも赤信号だと必ずその子は立ち止まる。で僕なんか両方見て車が通ってなければそこ赤信号通過しますから、別に数メートルですから、そうするとつられて動くんですけど、信号を見た瞬間元に戻るんですよ、必ず。でそこまで訓練されてる。でそうするとこれは何を意味してるか、それでバカバカしいっていう話でもあるんですけど、何を意味してるかっていうとですね、車が危険だから信号をつけた、
車にひかれないということのためにあった信号なのに、車を見ないで信号という規則だけ見ることになっちゃうんですよ。そうすると規則を考える、規則を常に見て、その規則にちゃんと従順に従うという訓練を日々させられていきますから、どうなっちゃうかというと、津波が来たのに裏山に逃げないで子どもたちを校庭に集めてどうするかを議論して、そして安全な、その山に登ると怪我をするから安全な道の方に逃げて全員が死んじゃうと、こういう状況になっちゃう。で常総市だと洪水で川があふれて東の別な町に逃げれば助かるのに、反対の洪水のあふれてるそっちに逃げろという指示が行政の方から出される。でそっち側はもう川があふれてるんです。つまり現実は見ないんです。行政区間内で処理をしようとする規則の方が優先される。でそこまでいっちゃいます。だからこれは災害時になった時にこの規律化と規範化が徹底されてると、完全に個人の生命を脅かすというところまでいってるんだということは自覚すべきだと。これがもう原発の場合一番典型で出ましたよね。それで原発の子供たる子供が例えば住めなくなって被害して逃れてるのに、おめえは賠償金もらってるだろう、ゲームセンターで金払いなんていうことが平気でなされるようになる。で原発のところで現実的具体的に避難してきたなんてことは全部すっ飛ぶ、その子供にとっては。そこにはお前は金持ってるだろうっていう規則性の世界だけは機能しちゃう。でこれが人間関係を悪くしてる。でこれが根本的な幻想配備によってなされてるっていうことですね。で吉本さんはそういう批判的な世界は見ませんから、何とかして生活の肯定的世界を見ようっていうんですけども、僕の場合はそこまでいっちゃってる国家配備、共同幻想の国家化っていうのはそこまでいってる。なぜそこまでいっちゃったのかっていうと、共同幻想の基本形態が全然崩れてないから。昔のスメラミコと共同幻想の前古代からですね、ずーっとずれてない、そこまでの幻想の蓄積体としてそこにあるから、こういった国家配備が可能になっているというふうに理解します。でそうするとこの幻想の配備を転換する、あるいは配置換えするということはどうやって可能なのかっていうことになるわけですけども、少なくともここで言えることは、これを階級闘争によって権力奪取したところでこの幻想配備は全然崩れない、全然全く同じ、これが社会主義国の限界になっていると、こういうことになりますね。基本的には大体そういう感じです。一応時間がですね、4時に過ぎてますので、一旦休みます。そうですね、15分ということで、35分。前をすると、共同幻想のここからへんということで、一旦報告がいいですね、一応終わったということで。まだ残ってます。じゃあ残っているということで、残っている部分を追加でお願いいたします。それでですね、でそれをずっと自分なりに整理してかなり描いたのがこの次の両方の左側が幻想の領域で右側が現実的な領域ですね。この大きな一面の図です。でともかく大事なポイントは、社会幻想という幻想領域が共同的に阻害されて構成されるんだっていうですね、これが非常に大きなポイントで、その国家の共同幻想というものとの代行機関として、あるいはそれを代行表彰する。で特に何が問題なのかというと、国家という領域は個人を引き受けないんですよ。だけど社会は個人を引き受ける。で個人を引き受けて同時に人口という総体を考える場所を社会の幻想の場所に設定して、そしてですから社会人として個人が成立するっていうのは、社会人という集合体であることが同時に個人であるということを成立させるということを社会の中で構成して、でそしてそこに
近代家族とサービス制度を経済セックス的に配備してですね、でそれで形成して、それが右側の社会空間の構成になってくると。その社会空間の中で国民であったり市民であったり社会人であったりっていうその個人の存在がその市民社会的な社会空間の中で構成されて、それは国家的な配備によって統治されてる。でそこのさらに外部にですね、商品的な諸関係の市場経済の自由が構成されている。だけどこの市場経済のこの自由も実は商品幻想によって覆われてるんだっていうことですね。これ商品幻想って入れた方がいいね。ってことなんです。どこですか？この商品諸関係です。左側に商品幻想って書いてある。これでいいんだよ。ですから商品幻想、だから商品幻想をもう少し分かりやすい例で言うと、商品がないと暮らしていけないっていう幻想形態で、それから商品が価値を生み出し儲けを生み出すんだっていう幻想形態、そして商品というのは等価に正当な価値において交換されるんだっていう幻想形態、そういうものの総体が商品幻想です。ですからこれも本当に面白いんだけども、本を作って、僕はこの出版社で本を作って300部ぐらいしか売れないんですよ、その書関係の中でね。でそうするとそれはもう本じゃないって言い方、出版社の人はするわけで、何が本なのって言ったら3000部以上が本だって言うわけで、その違いって何なの説明できないんですよ。これが商品幻想です。だから山本さんが作ってる本はこれ本じゃないですよっていう、こういう言い方になる。だってこれ本だろ、何が本じゃないの、3000部作ってないからって、こういう論法ですね。これが商品幻想です。じゃあその時僕は逆に言い方するのは、お前球場行ったことがあるかって、球場で1回で5万人だぞ、その中で3000部作って何が商品だと、何寝ぼけてんだお前っていう、こういうことになりますよね。でこういうようなことが商品幻想にとらわれてるとわからない。で別な言い方すると、なぜ3000分なのかっていうと単純なんですよ。編集者が食っていける賃金がそこから引っ張り出されるから。300部だと編集者が食っていける賃金引っ張り出せないんですよ。わかりやすい。でそれだけの、それは別な言い方すると、出版社は出版社のために本を出してるだけであって、著者のためやそれから知的な生産のために本を出してるんじゃないんだと。でその証拠に今出版社は必ず「先生本売っていただけますか、どこで売れますか、てめえが売るんだろう」っていうことさえ忘れちゃうっていうところまで商品幻想はひっくり返る。でそういうようなことですね。でこれは企業の中では完全にもう商品幻想の世界で陥ってて、それでこれはよく非常に極端な例で言うんですけども、車で自動車で年間日本人は大体4000人死んでるんです。で世界では125万人死んでる。これ戦争よりも人殺しの機会で、戦争よりも人殺しの機会なのに、そこのところに目をつけないで、車は便利だ、車は快適だっていうですね。でこれが逆な言い方すると、若者の車離れっていうのはその幻想形態に気づいてるんですけども、それで車をまだ作り続けると。で今度はやっと売れなくなってきたもんだから、人を引かないようなそのセンサーを入れた車を作りに入ると。あんなことはもうはるか前からできることなのに、商品を売るためにそういう配置をしていくところですね。でそれから商品生産以外、商品作り以外のことを考えられなくなっちゃってるっていうことです。これはもう企業と接触していると常に出てくる問題で、その商品幻想をどうやって超えていくことができるんだろうっていうことを今ちょっといろいろ企業の人たちとも考え始めてるんですけども、ただ言えることは、同じものの商品を作り続けてそれを再開することによって利益が出るんだというふうに思い込んでテレビを作る赤字になる。また今度 4K テレビがなんかあんな赤字になるに決まってるんですけども、その赤字になるということの商品の
低減法則のところまで達しているのにまだ作り続ける、つまり儲けが出ないのに儲けるんだって言って作り続けるっていう商品幻想の店頭世界がここで起きていると。でそれなぜかというと資本を創出しているからです。で資本の創出、つまり資本を投下してそして商品を作っていくんだっていうことを忘却して資本投下をしないでただ商品のかかるコストと売り上げをこういじくっていくっていうことをやってるっていうそういう幻想形態ですね。でそれから家庭の方でどうなっちゃうかというと、ガスの火をつけた時にその自動で火がつかなくなっちゃってガス会社あるいはそのガスコンロのお店に電話すると。そうするとお店の人が「お宅マッチないんですか?」っていうですね、マッチで火をつけるってことも忘れちゃうっていうで本当に困ってるって言うんですけどそのマッチで火をつけることさえできなくなっちゃうでそういう状況まで入っちゃう。でこれが商品幻想的な世界ですね。だから別な言い方するとこの商品幻想の世界を脱皮しないと社会の幻想の脱皮もできない、社会の幻想を脱皮しないと商品の幻想の脱皮もできないっていう関係性を構成を配備している国家の共同幻想の配備だとこういう説明の仕方になります。でそれが次のページでこの国家幻想という形で商品の労働集中社会とそれから労働形態ですね。でそれが商品幻想、社会幻想あるいは個人幻想の全体の幻想配備によってこの四角で囲んだ物質的な世界が再生産され続けるということです。でそしてそこから阻害された国つかみの場所ごとの共同幻想があると。で社会空間は何がどうなってるかというとここで学校、病院、輸送機関という形での勧誘的な形でですね、つまりそれ個別が全体を表現する。だから勧誘っていうのを分かりやすく言っちゃうと、赤ずきんちゃんっていうのが勧誘です。だから赤い頭巾をかぶった赤い頭巾という部分なのにそれが赤ずきんちゃんという全体を表現する。だから学校というのは部分なんだけど教育の全体を表現するみたいなですね、そういう構成になります。で学校以外でも教育が可能なのに学校でしか教育ができないっていう形になっている。で隠喩的なのは何かっていうと典型的なのは白雪姫でもう全体が白い、それが白雪姫ですね。でこれが社会の幻想、国家の幻想は隠喩的に構成された幻想形態で、それに対してだから吉間さんから言うと多分学校幻想だとか病院幻想なんてないっていうふうになると思うんですけども、勧誘的な形で社会空間の中にこの幻想形態が配備されていると、こういうことになります。でしかもこの幻想形態は価値を生み出しますから、学校で言えば視覚という価値、病院で言えば健康という価値、輸送で言えば速度加速化という価値、そういう価値を実際に生み出しますので、しかもその価値は経済的な変遷まで被ってくると、こういうことになるんですね。でそれが次のページで説明してあるということです。でこれはややこしいんですけど、単純に言えば個人と国家との関係の中でその共同幻想という媒介項がこれが消されちゃってるっていう、それを主に言いたいことですね。ですから共同幻想分の国家、個人分の共同幻想っていうですね、この関係の掛け算の中で共同幻想がお互いに消えちゃって、で共同幻想の存在が見えなくなると。で代わって権力と象徴秩序というのが国家幻想として阻害されるっていう、そういう形態です。それから下の方の簡易的な形態はこれはS 分の S1 と S 分の S2 で、この中でですねその S2、S1 が阻害されていくんですよ。教育科と学校科の世界が分岐されて外在化されていくんですけど、それをちょっと書いてある。これ別にどうでもいいって言えばどうでもいいあれです。でそうなるとですね、さらにちょっと端
していますけど、あと吉本さんが言ってるそのアジア的な国家編成とそれから西洋的な国家編成の違いがあるっていう問題ですね。でこれはブルディウも西洋的な国家が世界のモデルになったっていうのは、そんなのは西洋中心主義で全く間違いだっていうふうに言ってますけども、何が根本的に違うのかっていうと、基本的に社会幻想っていう空間を普遍化するんですけども、国家とそれから市民社会が対抗的な形でですね、分離構造的に設定されるのが西洋的原理です。でそれに対してそれが市民社会が分離的に設定されなくて、お上の言うことは従いましょうという形で包摂されちゃうのが、これがアジア的な特徴ですね。でだけどこれもあれなんですけど、これ場所の上に乗っかって場所には手をつけないっていうですね、そういう性格を持ってるんですよ。だから単純な構造じゃないんですけども、国家的に包摂された時はそういう構造になると。でそれが近代政治国家の中で国家の共同元素の中に共同意志、国家意志を持ったですね編成になって、これが政府や法や司法、それから社会国家を編成するっていう、こういう構図にアジア的なものもそれから西洋的なものもここに一元的な形で普遍化されます。でそれが社会空間を、阻害していく。でその社会空間的な阻害されたものが今言った市民社会が国家と意識的に対立するか意識的に対立しないかっていう構図にまた循環していくと。でアフリカ的なものは多分そんなものを、そういう上限としての国家的な幻想の配慮がですねないものを多分アフリカ的段階っていうふうに言うんだろうっていう、これはちょっと想定だけです。こんなところまでが一応幻想論としての、国家論の問題ですね。山本さん、はい。ここで使わはい。れていて、はい。わかりました。じゃあちょっとそうですね、一応コメントして終わったということで、質疑応答ということでまずお願いします。じゃあちょっと言いたいのですが、商品のその幻想というので、商品は交換される、等価交換であるという幻想があると言いますよね。でも逆に等価交換が、僕がマルクスの記憶で思うと、等価交換できるからこそそれが商品として、つまり等価値なんだと。交換があるから等価値になる。交換がまずあってだから等価であってという発想であって、その商品は価値があって等価交換されるっていうのは幻想じゃなくて、交換が先にあるっていうふうに普通考えるんじゃないですか。これは、マルクスをどう理解するかっていうその位置づけの問題なんですけども、商品というもののその関係性なりその位置がね、その支配的で決定的なんだということを前提にして解明されていくのが価値形態の論理の世界なんだ。だけど歴史的な実際的な局面においては何かっていうと、価格が正当か正当でないかということの問題しかないんですよ。価格が不当か不当でないか、それからその経済のその統治の在り方が、あるいはその経済を統治するその在り方が間違ってるか正しいかっていうことしか問題じゃない。だから要するに価値形態の議論って僕から言わせるとほとんど意味ないんですよ。で不当か正当かっていうのは、それは一方で交換が成立するにもかかわらず、それより高くつけてんじゃねえかとかさ、つまりそれは結局、等価交換になる方向に向かって、修練していくというふうに発想して普通市場でやり取りしてません。ならない。価格っていうこれ別な言い方すると
価格ということをめぐる重農主義重商主義の歴史的な変遷の問題をちゃんと考えないと、その商品というものを論理的に抽象化してある種の決定事項にするのはね、僕から言わせるとほとんど意味ない。それは資本の第一巻の資本の謎解きをやった世界であって、現実的プラスチックにそんな事件で動いてないんだよ。それは別な言い方すると、使用価値それ自体の次元でさえ使用価値にならなきゃ交換価値なんかならないんですよ。ね、それから今僕が言ったけど等価交換なんてことももうない。もうアマゾンが出てきちゃったなんだっつって価格なんてもうバラバラなんですよ。いやいや、だからこれが4000円つけるでしょ、それ山本さんが決定して4900円につけるでしょ、だけどこれは高いよってで、だから300人はそれでもいいよって言ってさ、だけど高いよって言った時にはもうその4900円っていう価格設定が交換には見合わないという形に商品の量産の論理はね。で結局、もうちょっと安くすればもうちょっと売れるのにねみたいなところになってくんじゃん。売れない売れない。これ実験的にやってみたけど売れない。これね、僕その商品と価格のそれからさらに価値なんだけども、実際のプラスチックな局面でね、その安くしたから売れるなんて現象は絶対にありえない。だから現実のだからそれは別な言い方するとね、電車と自転車ではバスと自転車ではバスの方が速いってなるわけでしょ。だけど現実的なプラスチックの状態の中で松本市で自転車の方が速いんだから、そういう問題ですよ。だから抽象化された論理性の次元で今言ったその価値形態の世界はあるけどね。でそれは別に時速40キロと時速30キロでは40キロの方が速いという心理の問題でしかない。だけど現実の実際の中ではバスが停留所に止まってる間、松本市だったら自転車でまっすぐバーッと行っちゃった方が速いんだから。でそれは時速40キロは現実的には停留所に止まったり信号に止まったりして自転車よりも遅いんですよ。それが商品の実際の世界ね。だから安くしたなんていうのはその抽象理論なんです。要するに需給関係で決まるでしょっていうのはもうそんなのも抽象理論。山本さん、よろしいでしょうか。ちょっと若干ね整理しておきたいんですけど、今日のこのテキストで共同幻想論国家論編というレジュメ出されていて、それで今日の報告っていうのはいわば山本哲司の国家論と思うんですけど、ただ問題はこれレジュメだけでして、実際のところこの元になっている吉本学と共同幻想論のテキストはないんですね、一応テキストとしては。で一応このフーコの国家論っていうのがあるんだけども、今日のこの山本哲司の国家論、すなわち共同幻想論国家論という理念の中のほんの一部分で、このフーコ国家論に関するいわゆる詳細な形の報告がないということなので、議論が非常に難しいと思うんですね。それで一旦整理した上でちょっと切り口を出したいと思うんですけどね、一応この今日のレジュメ、即すと一応ですね。でその上でこの共同幻想国家論への展開に即す形、すなわち山本哲司の国家論ですけれども、そこで質疑をね絞り込むという形を取りたいと。とするとですね、一応あくまで同僚なんですけど、当然のことながらその共同幻想論の概略的構成というところから入るのが一番導入としていいと思うんですね。それで一番最初のページにある共同幻想論の概略的構成というところからちょっと入ってみたいと。それで整理質問をします。でそうするとですね、このレジュメの1ページの共同幻想論の概略的構成ですけれども、一応ここで示されているのは1番から11番までの説という、章といってもどちらでもいいんですけれども項目というのを逆に読んで、テキスト
ト自体は、共同幻想論のテキスト自体は近世から始まるんですけども、ここのレジュメの中ではいわば近世というのは一番最後11人をいて、一番最初に持ってくるのは一番最後の紀元論に持ってくるという、そういう構成ですよね。さてそういうふうにするっていうことのいわば意味合いといいますかね、そこを、もう少し説明してほしい。でその上で一応改めてですね、一つ問題を定義しておきます。あくまで問題定義しておきます。この共同幻想論というテキストの構成ですけど、差し当たってこの構成に従えば近世論から高い論まで、近世論から高い論までね、近世論から高い論まで、これが一応テキストから言うと唐の物語、こいつを扱っている。そして再議論から一応紀元論まで、大きく言えばですね、古事扱う形で、そういういわばテキストの前的な編成になっていると思うんですね。そうするとどういうことから読めるかというと、近世論から高い論というのは唐の物語ですから、一応この近世論から高い論までの議論で、今日大和哲司の国家論で言われたいわゆる共同幻想の諸言論、起源論じゃなくて、今ここに共同幻想は共同幻想として存在しているあり方という意味での共同幻想の諸言論、今ここに共同幻想が生成するというので導入すると思うんですね。もう一回言うと、近世論から高い論までが唐の物語で論じているので、共同幻想の発生という意味での共同幻想の諸言論は起源論じゃないです。起源論ではなくて、今ここに共同幻想が発生するという、それを論じると思うんですが、一応そういう問題提起をして、大和哲司のですね、吉本の共同幻想論の読み方をもう少し説明していただきたいと。僕はね3つに分けたんですよ。まずですね、第1番目が国家生成起源の神話的幻想論という形で、これがね在籍論、ちょっと待ってください。国家的起源の国家的生成起源、書かないと分かりません。すいません。国家生成起源ね。生成起源、はい。国家が生成するその起源はい。の神話的幻想論、神話的幻想、神で神の話ですね。神の神話ですね。神話的幻想論で、それが在籍論、規範論、起源論なんです。在籍論、規範論、起源論ですか。あ、わかりました。はい。で次の章が共同幻想の本質構造論ってなるわけ。ちょっと待ってください。共同幻想の本質構造論ですね。はい。でそれは幻想位相関係論なんだよ。ちょっと待ってください。共同幻想の本質構造論ですね。これがですね、猜疑論、母性論、追幻想になる。あ、なるほど。あ、そうありました。はい。それで高い論がその媒介に入るんだけど、第3番目が幻想諸言論。幻想諸言ですね。諸言論、諸言論。初めての言ね。これが近世論、付き人論、不撃論、巫女論、そして高い論。で高い論がだからこの1番目と2番諸言と位相とをつないでるんですよ。そういうふうに配置してる。それで大きくその3つに分けて共同幻想を読むということを、これも徹底的に細かくやってます。ちょっともう一回いきますね。テキストがね、レジュメとして。そうすると国家的生成起源論はいということで、これは神話的幻想の起源とはいいうんですね。で、それでこれはいわば一番最後の3つの章で、在籍論、規範論、起源論ですね。そう。はい。でこれが要するにその図でいうところの部族社会だから氏族社会から部族社会に転化するところの幻想の配備の問題。
2番目でこれは共同幻想本質構造論ですね。でこれは要するに対幻想、共同幻想、自己幻想の3つの幻想の位相関係を論じてるんですよ。でこれが猜疑論、合成論、対幻想論ですね。はい、でそこの中の一番大きなポイントが対幻想が時間化されるっていう問題なんです。で対幻想が時間化されるっていうのは自然の時間過程とその子供が生まれる時間過程が分離するっていうね、そこが一番大きなところなんですけど、本質論的には対幻想が時間化されるっていうことなんです。でまた話が飛躍しちゃうけど、対幻想を時間化したのは実は学校なんです。それでこの2番目の共同幻想本質構造論というのは3つの幻想の位相論ということで、テキストから言うと猜疑論、合成論、対幻想です。で3番目がこれは幻想諸言論で、これはいわば近世論、標準論、植木論、二個論、社会論です。ということですね。で高色は両方に関わるってことね。高色がね、両方というのはあれですね。諸言と位相とに。まあ行動ですね、これ言うと。はい。諸言と行動分ですね。わかりました。では一応ここはテキストとして質問として分かったということで、では問題は次にこの関連の質問ですけどね、この2番目の共同幻想本質構造論で3つの幻想にそれが区別されているわけだけども、単にその区別ですか、それとも内的な関係付けをやってるんですか。どこ？つまり2番目のね、共同幻想本質構造論ということで猜疑論、合成論、対幻想論を出しましたけど、この3つの項目でですね、3つの幻想の関係に関する議論というのはどこまでやられていくのか考えてますか。もう一回言いますね。2番目の共同幻想本質構造論というのは猜疑論、合成論、対幻想論ですけど、ここで3つの幻想の位相というものが生み出せるんだけれども、この論じていることは単に位相の区別だけですか、それとも。いや、そこでね、要するに対幻想のね、もう大変なんだよこれもだから生誕と死をめぐるその対幻想の行為において、幻想の性格の性とそれから制度の性ね、その幻想の統治性とそれから統治性化の違いと関係性が設定されたっていうところを議論してる。ちょっと質問を変えます。多分大事なところなんで、この共同幻想本質構造論で猜疑論と合成論と対幻想論ですけど、吉本のこの項目ではどこまで理論的な展開なされたんでしょうか。どこまでというのは3つの幻想の位相と3つの幻想の関係はどこまで理論的に構成されないのか。それはね、ちょっと待って。こうしよう。これはね、どういうことなのかというと、その多解論で自己幻想対幻想の中に共同幻想が侵入してくる構造ね、それから猜疑論で共同幻想と自己幻想が逆立して生誕を基準にして共同幻想が考えられる。
から母性論では対元素と共同元素が同値している母系性から兄弟姉妹を倍間に分離して子属性に転化されていく対元素の空間化が考慮される。そして対元素では対元素が固有の時間を持つことが定義されて、家族関係さらに生としての人間が本質から捉えられる共同元素と対元素の分離が対元素の時間化として設定される。これらの議論の相対の中で対元素のその元素の統一性化の基本が配備されているっていうふうに理解される。でどういうふうに配備されるかというと、例えば神なら神の設定で、なんだっけ、その場所的な土俗的なね、神が天皇制の抽象的な神儀礼に転化されてくるっていう、そういう経緯として幻想が編成される、そういう構成だよね。でその中に共同幻想の統一性化を読み取っていかなければいけないと、そういうことになる。それが僕の論理が入る。そこはね、そこはとしてそうするとね、一応今聞いたところで質問の追加なんですけど、幻想3番目の幻想諸言論ってありますよね。起源ではなくて今ここに形成されるという、そうするとね、こういうようになるんですか。ちょっと質問です。3の幻想起源論から2の共同幻想本質構造論へ理論構成上は移行すると。別の言い方をすれば、3の幻想諸言論、すなわち今ここにおいて共同幻想が生成するというこの幻想の諸言論を踏まえて、それで生み出された共同幻想の本質的構造論を解くのが2になると。すなわち共同幻想本質構造論だと。いや、僕が立てたのはどういうことかというと、国家生成の起源的な構成がなされるね、それの根拠は何かっていうのが幻想位相論なんですよ。で幻想位相関係がどうしてそういうふうに配置されるかって、その根拠が諸言論。逆からたどっていくんです。どうしてそれがそうなったの、どうしてそれがそうなったのって逆からいくんです。で吉間さんの論述過程はその本質的な諸言からこういうふうに形成されていったってこうなるわけでしょ。だけど逆にこれがこうなったのはなぜ、ここがあるから、ここがあるのはなぜ、これがあるからってことになるわけ。そうすると幻想諸言論は国家論的に配備されないんだよ、ね、それで国家論的に配備されるのは1だけの世界になっちゃうんですよ。そうするとこういうことですか。今もう一回別の話してますね。123というこの配列は吉本の共同幻想の配列と違いますよね。それは当然で、どこが違うかというと1と3の位置が違うんですよね。3は、3というのは幻想諸言論は吉本においては一番最初に来てるけれども、山本哲司国家論においては一番最後の3に来てると、そういうことですよね。で構成は違うということですよね。だって2だって順番逆で、ああ、その2の中の2はだから要するに起源がある、なぜ座席がある、座席がある、なぜ規範があるって、どんどんそうやって探っていくんですよ。そうするとちょっと今漏らしましたけど、2の共同幻想本質構造論というのは順番が最初に対幻想論が来て、次に合成論が来て、次に再議論です。なるほどね。でそういうふうにしてないとその根拠が取れない。でそうするとどうなるかっていうと、国家幻想の国家配備と関係ないと言われていた最初の諸言論が国家の中で配備されるんですよ。それが最も諸言にあるわけだから、近世付き人不撃巫女っていうのは最も国家形成、国家配備の根源にある問題になる。そうでないとどうなっちゃうかっていうと、それは諸言だからこっちだ、それでこれ対元素母性論こっちだ、そして起源のここから国家だって、そういう話になっちゃうでしょ。
体験吉本の共同幻想共同幻想を読む人は。でだから起源論から先は国家論だってなっちゃう。でそうじゃなくてもう最初の近世論から全部国家論なんですよ、僕からする。それを強調するためにこういう逆に言うと。でそうするとちゃんと論理的につながる。私は考えとしては正しいと思うんだけど、この3つの順番でいいかどうかに関しては少し質問したいと思うんですね。それはどういうことかというと、この問題になるのは1と3の関係の問題だと思うんですね。つまり1というのは国家的生成起源論、3というのは幻想諸言論ですけど、この関係の問題ですけどね、この国家的生成起源論というのは、これはいわば国家としての共同幻想の歴史的な起源というものを構成したというふうにですね、吉本の共同幻想の解釈するかどうかということなんですけど、そこはどういうふうに思いますか。だから国家的な形での起源を想定することによって諸言の配備を幻想的に論理的に成したというふうに僕は見ますね。だからそこは国家の起源ではない、諸言である。そうするとその諸言は規範論や在籍論だとかって問題じゃない、付き人とか近世というような問題が諸言なんだ、こういうふうになっていくわけ。じゃあこれも質問です。確認ね。吉本自身はいわゆる起源と諸言というのを区別してませんから、用語法ないですから、諸言というのは。このことは非常に大事で、っていうのは理論構成上ですよ、大事な部分だと思うんですね。でも諸言についてとかって本があるからね。あります。いや、その共同幻想論ではないですよ。そういう問題は、この先ほど言った幻想諸言論の3と1の国家的生成起源論の関係の問題なんですね。で、一応理論を単純化して明確にするためにいくと、この1番目の国家的生成起源論というのを歴史的な発生の起源というふうに捉えるかどうか。捉えない。捉えない。捉えたらもう間違いが始まる。だからもうちょっと分かりやすく言っちゃうと、付き人論の付き人なんていう現象はどういう現象になるかと、僕からすると学校に取りつかれてるんです。医者に取りつかれてる。それはちょっと話があっていやじゃないと諸言論の意味がなくなっちゃうの。じゃないとそれはシャーマンの話だね、風益の話で過去の話だ、未開的な民間の話だってそうなっちゃうんですよ。そうじゃないって、現代の専門家が専門家として成立するのはシャーマン的幻想形態に基づいて成立してるわけ。つまりそれは全部根拠にあるってこと。そうするとね、非常に大事な問題なんで、私自身の解釈も実は同じなんですよね。国家的生成起源論というのを歴史的発生論として呼ばないと。それは現在今ここにあるね、その国家的共同幻想の起源を論じるという僕らは起源とか使えないんですけど、一応ね。そうするとね、今言った国家的生成起源論は歴史的発生論ではないといった意味で述べるんだけど、それとですよ、問題はこの3番目の幻想、いわゆる諸言論ね。そうすると幻想諸言論自体もここはいわゆる共同幻想のいわゆる発生論ですよね。そうするとね、考えられる解釈は一つなんですけど、3番目の幻想諸言論において共同幻想の発生、生成論じる、そして1番目の国家的生成起源、ここでは起源論と言わなくて、いわば国家的生成の構成論にしますね、話を分かる。そうするとね、この国家的生成の構成論というのは国家としての共同幻想の形成論。もう一回言うと、3番目の幻想諸言論というのは共同幻想としての共同幻想の形成生成論で、1番目の国家的生成構成論というのは共同幻想としての国家の生成論っていうふうになっちゃうでしょ。そういう関係になってね。そういうふうになっちゃうからダメだって、なっちゃうから構造的に読まなきゃいけないっていうこと。どうぞ。もういいですか。もう一度すみません、また外れが分かりませんけども、今日の話も聞く中ですね、ミッシェル・フーコーをちょっと言葉の友とか狂気の歴史読んでいて、でこの中で山本さんが言われたパレーシアとかのディシプリオンとかディスクールとかですね、ああいう概念の整理っていうのはこの2009年のが基本になっとって、変わってなくて、
それをもとに今回国家論を集中して統治申請とかいうのを書かれたということでまずよろしいんでしょうか。それでつまり権力諸関係論で、はい、僕は国家というものは要するに究極的形態でね、あえて議論する必要はないんだっていうふうにフーコーを理解してたんですよ。だから権力諸関係論を理解すれば国家権力論は解体できてるからそれでいいと思ってた。でその時同時に我々も全体的と個別的なもので国家理性とポリスの問題は単行本でこう出してそれは補充的なね歴史的な補充的なものだっていうふうに思ってたんですよ。で今回あれと思って読み直してみたらもう全面的国家論なんですよねこれが。そうするとその国家論の中でも国家の配備を配備として可能にさせる権力諸関係の一致があるってことが分かったんです。だから国家論というものをちゃんとセッティングしないとそのボルデューが言ってるように国家的認識に収奪されたままなんかここで考えてればいいんだみたいなねふうに自分も陥ってたってことの反省なんです。だから今国家論と権力論というのをちゃんと配備して同時に考えるということになります。2つぐらいよろしいですか。YouTube で読ませてもらってですね、安保法制の反対というのは給与反対とかそれじゃなしに、例えば自治の方でですね、自治体とか自治共同体の中で、ある意味で戦争をさせないような軍事を持たない限りという議論があってですね、そういう視点で僕らほとんどなかったものでですね、非常に気になったところなんですけども、そういった自治体としての軍事、メキシコとかね、あの辺のところでもあったと思うんですけど、そういう議論をしない限り、今の安保法制はいくらですね、ああいう形で給与を守れとか、そういう議論は非常にもう虚しいとかですね、そういう形の議論を展開、本来しなきゃならんということでよろしいんですか。だから僕はチアパスの反乱というのはすごいシンボリックに見てるんですけど、要するに武装してるわけですよ、チアパスの。だけどその武装が政府軍の戦車を止めちゃうんですよね。物理力でいうと明らかに戦車が踏み込めばあっという間の一掃されちゃう。で一掃できない。できないのはなぜかというと場所の人間たちが自立して自分たちの生存までかけた経済構造から統治構造を作っちゃってますから、それを武装で守ってるだけでね、それでそこに入れないっていうだけの話であって入れないんですよ実際に。ですごくシンボリックなのはまさにそのお母ちゃんたちが体を張って戦車の兵士たちを説得しちゃうという。でそういう構造は場所が完全軍備で防衛してるわけですよ。でそれは可能なんだってことでそれを武装蜂起なんてバカなことで国家権力出してするなんてそんなことやっちゃうから話がひっくり返っちゃうんで、それは別な言い方すると吉本さんが言ってる国家が軍を持たないっていうね、国家が軍を持たないっていう状況になった時は国家はもうないんですよ。国家というものがある限り軍は必要なんです絶対に。でだからその過渡的状況としての僕はチアパス的状態だというふうに見てますけども、場所という形での存在が世界交通的になされたら軍は必要ないと思います。日本の中だけじゃなしに、あるところでのその自治共同性みたいなものの確立をしない限りということですね。それ最後ですけどね、宮本さんずっといろんな形でこういう国家論されてますし、僕も国つかみ山つかみあんまりよく分かってないんですけども、ずっと議論とか研究されておって、一度モノレーリンですかね、革命論のような形を書いてもらったんですけども、要は国家とか社会とか個人を規制とかですね動かしているものは何かというものをきちんと見極めると。でそこからしか本来の人の在り方とか個人とかそういうものができないというところまで踏み込んでやるっていうのが目指して見えるところなんでしょうか。モノノベ・レーニンさんはですね、山本のことをよく分かってる人でで彼は要するに左翼の認識構造が機能してないのはすごく単純なことなんですけど、現状の構造の分析は何もできてない。そ
それから自分の生活の存在の対象化ができてない。これでさらにその古典的なその革命図式に基づいて要するに政治の力学の働きへの了解がないんですよ。ね、でそれはどういうことかというとすごく単純なことで資本の利潤をなくす、土地の地代をなくす、賃労働の賃金をなくすという三位一体の経済構造を解体しない限りその経済関係のまず転換がありえない。それさえ分かんなくなって、それでなんていうの、商品の物証化だとかね、その今さっきの価値形態だとかっていう広まざたる的世界だけど、資本の動きのその根本を了解してないんですよ、僕からすると。でそれを物部さんは非常によく理解をされて革命論的に構成した。その解明をした後にどういうふうにとかいうのは何かあるんでしょうか。これ後で山本は言いますけどね一番最後にその辺のところもうちょっと聞きたいんですけど。だから別な言い方するとね、憲法今度三上さんのあれであれなんだけど、憲法論議憲法っていうのは国家配備された法形態でしかないんですよ。で国家配備から排除された法形態は何かというと条例なんですよ。それから住民投票なんですよ。だから住民投票って市民権利持ってませんでしょ。だけど住民投票って制度はあるんですよ。でそれは場所的な統治形態を放棄できなかった、潰すことができなかった。そこに立脚して場所の統治の自分たちの自己決定をなすことなんです。だからすごい極端な言い方すれば、自分たちの条例で国家の憲法安保条約には従わないということを条例で確認すればいい。でそれが今度は法と法の戦いになってくる。でその法と法の戦いになった時は国家の配備をめぐる戦いになっちゃう。そうですね、私も地方公務員だったんですけども、定年ぐらいなんですけども、なかなか条例っていうのもですね、先ほどのいろんな配備とか国家の規制ですよね、自らこう例示するといいますかね、そういった中でやっておるわけですので、そこにもう一つ何か力がないとですね。でそれが僕の言ってる国つかみなんですよ。国つかみの共同幻想形態を持ってないから力、エネルギー持ってない。で社会幻想の方に従属する条例しか作れなくなっちゃう。でだから神を取り戻さなければいけないということは自分を取り戻すこと、自分の玉を取り戻すことなんですよ。なんかレゴかなんかそういう例の話じゃなくて、自分が阻害された玉の世界をちゃんと持つことなんです。それが国つかみ。それは場所的論理とか実動的世界とか、山本さんいつも言われてるものであんまり分かってなかったんですけども、西田をね読めばちょっとそういったことが出てくるんですけども、そういうところで本当の意味の個人の人の解放とか、それをやるしかないということなんですかね。だから社会の中では権利をめぐる解放なり自由を展開してるんです。でもそれは人間の権利じゃない、人間の存在じゃない。人間の存在は場所的なところでの生活の中にあるんですよ。安保条約反対なんてこんなの権利の問題であってね、人間の問題じゃないでしょ。でその人間の根本的な問題を忘却するんですよ、この国家配備が。だから場所で実際に暮らして生存してれば、そこの植物から動物からそれからその経済から生き方からね、それはもう自分ですから。そういうことを個人が全部解放して、それでないと世の中も変わらない社会じゃなくて僕はもうそこにしか可能性ないと思うんですね。最後のところにこれ書いてあるんですよ、その場所で。それでさっき出てきたそのを見てて割とその内容をなんとなく思い出してたんですけど、なんでこれ商品と資本っていうのが前ちょっとその資本のなんか読んだことあるような気もするんですけど、
先ほど言われたように商品だとそのこう阻害された関係じゃないけども、そのさっきおっしゃったみたいにその広松みたいな物証化論的なものっていうので分かるんですけど、そこに対峙する形でなんでこう資本っていう言葉を使われるのかっていうのが。いや、資本っていうのは本来そういうものだから。そういうものって、つまり資本というのはもう古来からあるんですよ。つまりその価値を生むそのもの自体が価値を生む力ですか。力です。だからその力とかそのもの自体が価値を持っているっていう意味で資本っていうことは価値は持たない。別な言い方すると資本は価値さえ生み出さない。じゃあどういう物事を具体化する、現実化するだけです。だから別な言い方すると分かりやすい例で言うと、僕の資本はこの本を書ける資本なんですよ。可能性みたいなのですかね。潜在能力。だから力です。力です。力です。ね。でそれをこの本の形でこう表して過酷にする、これは商品です。これは商品形として現れる。だけどこの中に書いてある内容とか考えは、これは僕の資本です。だからその可能性とか潜在的な、潜在的なんじゃ、だから商品の世界を見るとそういうふうに潜在的ってなっちゃうんですよ。それだとそれが元なんです。私はなんかこういうふうに対峙して最後のところで書かれているから、割とこう商品っていうのがその物的なものとの物証画的なその関係であるのに対して、資本っていうのはそのこと的なものみたいな風に解釈された。僕の言い方は物ですけどね。物は物なんです。物です。ことにならない世界。商品はことを作る。だから資本っていうのが本当に忘却されてるんですよ。商品の世界に問われて。実際に経済活動をやっている大企業でさえ資本を膨出してますからね。資産だと思ってますから。だから保有するんですよ。有価証券だなんだってね。で社員にも配分しないわけ。株主にも配分しない。それでそれは資産であって資本じゃない。資本として活用してないんですよ。で資本として活用するときに人の能力だとか技能だとかその場所の状況だとか都市の状況だとかっていうのを全部使ってそこで何かを具現化するんです。別な言い方すれば電気自動車なんて明日作れますよ。今の企業だってそれを作んないんです。資本を投下しないんです。商品化できる可能性だけ考えてる。具体化する本当のそのなんていう商品として生み出すんじゃなくって、じゃあ価値として生み出しましょうみたいな。価値じゃなくてもうまさにその具体の現実として。だから僕前から言ってるけども、例えば冷蔵庫なんてあんな箱なんか作る必要全くない。仮面の中埋め込めばいいんですよ、俺のボックスを。ね。できるんですよ。でそうするとそれ商品じゃないでしょ。だから一回売ったらおしまいだって言うから売れない企業なんでってなるとこれで作んないだけですよ。じゃあ作れないこと作れるんですよ。その壁の中に作れるということを考える力が資本ということですか。それも資本だし、それをそういうふうに現実化させていくのも資本。それはもう商品化じゃないんだ。商品にならない。そうすると篠原さんがことって言ったけど、ことって言ってもいいんじゃないの。つまり物じゃなくてことな、物になる前のことなんだ。いやつまり出来事。別な言い方すると広松的に言うとこと的な形で物事は物証化されるんですよ。こと的な形で物事は物証化される。だからつまりことっていう形で対象からそう距離を取ってる。ね、だから大事なものってその実態でしょ。大事なことってあればそれをもう少し抽象化してこととして見てるんですよ。でこれを僕はこと的物証化事象的物証化だっていうふうに広松は言う。そうじゃなくてもっと原初的なものだから物が資本です。それを掘り起こそうってことなんですか。いや掘り起こそうじゃなくてもうそれがあるから物事が動いてるのにそれさえ分かんなくなっちゃってる。だからそれを自覚すればその商品社会を乗り越えられるっていう。自覚するっていうんじゃなくてその商品幻想を
弾き出さないとこできのないですね。幻想を弾き出してその現象的なその章に戻りましょうみたいな。戻りましょうよ。あるがままを見ましょうって。あるがままを見ましょう。でもそこからこう消費生産的な社会って生まれないわけですよね。必要ないです。ちょっと自給自足的な生活、いやなんか原始的なもっとはるかに高度な技術、もっとはるかに高度な技術。未来性がある。だから僕の今おっしゃられてるのはもう商品元素ってやっぱりそこまで浸透してるのかっていう感じるけど、それほど根強いんですよこの商品元素って。本来はその現象的なものから生み出されるもののところに行けば別にこう文明とかその全然いらないって言っておかしいけど、そういう。いやそれが自然過程でありね、原子力発電所なんか作るのが自然過程じゃないですよ、そんなもん。でだから吉本さんの大きな間違いは自然過程というものを文明過程と合体させちゃった。歴史的な移行過程が自然過程だって要するに短絡したんですよ。吉本さんはどっちかというとやっぱりそっちのそれを否定する立場じゃなくって割とこう肯定的に捉えてだって原子力も自然過程自然の過程の技術の自然過程だって言ってるじゃないですか。で僕からするとそんな人為過程であって自然過程は非分離の技術過程で開発されるものです。それが自然過程です。でその自然過程から言えば原子力発電所の代わりもっと高度な発電技術を開発することができる。全然そんなの自然過程じゃないです。だから消費者の消費的選択なんても全然自然過程じゃないです。もう必要ない話。いいですか。で先生の話を最初聞いた時は非現実的だなっていうふうに思ったんだけどかなりの適切な例じゃないんだけども先生の話を文学芸術の立場で聞いてると全然非現実的じゃないっていうか、要するに作りゃいいんだろうっていう自分の考えてるイメージを具現化すればいいんだろうっていうそういうふうになるんですよね。ところがこう芸術文学ってなったらある意味じゃさっきで言えば自己幻想で対立しちゃうわけですね。つまりこの世の中から弾き出されちゃうっていう世界ですよね。つまり夢の中にしかないっていうか、つまり夢の中にあるものを具現化してものにもう一回市民社会の中にもう一回投げ返すことはできるけども、その位相立ち位置自体は逆立してるから弾き出されちゃうっていうか。いや吉本さんも社会の死っていうことを言ってるんですけどね、社会っていうものがなくならない限りこの幻想構造ってなくならないんだよ、国家配分、だからものすごく乱暴な言い方すると、大学を変えたければ大学教師辞めりゃいいんですよ、大学を。で自分で大学作りゃいいんですよ。これできない。最近わかる、そういう意味が。なぜかというともう大学の幻想にとらわれて国家配備の正当性の文化に従属してないと自分が食っていけないというふうにも思い込んでるわけです。でそうですね、ちょっとすごい分かりづらいんでちょっと具体的に例えば今起こってる問題にちょっとすると沖縄の問題がありますよね。沖縄は条例で戦ってますよね。であの戦いはまあ私なんか見てると多分今の中では最後は負けるんだろうなというふうに思って見てるんだけど、でもああいうふうに戦うことに可能性っていうかやはり構想力時代の構想力があるんだっていう。だからなぜ負けるかっていうと国家配備というものの設定を崩さないから国家配備の形においては、政府の方が普遍性を持ってるからそっちに負けるってわけ。国家の配備を外しちゃえば沖縄勝ちますよ。これが要するに場所側が僕からすると国つかみを持ってないから、そこは成熟できない。その場所の神って言うけど、場所をもし獲得すればね、国家配備とか社会的統治とかさ、そういうのを外せるわけ。つまりだって子供が生まれて育って母子から分離してね、そこからすでにさっきの話だと社会の統治性っていうのはさずっと入って、だから家族が社会に配備されちゃってるからね、家族を場所に配備しなきゃいけない。で家族を場所に配備すればそんなのには組み込まれないだろうと。それはちょっとさ
だだからもうそれができない、そうよそれできないね、できない、みんなそういうふうに、要するに国家配備の原則に収奪されてる。認識の考え方がそうなっちゃってる。だからそれをだけど少しでもやらなければ永遠にできないっていうことになるわけだし、だけど沖縄の問題なんかの場合にはもう少しなんか活路がないんですか。もうちょっと物理的な言い方するとどういうことかっていうとね、生誕の忘却って言い方してるんだよ。学校なんてなかったのよ。社会なんてなかったのよ。国家なんてなかったのよ。それをみんな忘却してるんですよ。でそれで社会は不縁だ、国家は不縁だ、学校は不縁だと思い込んじゃってる。そういう認識の構造にとらわれてるだけだよ。だから前昔山本さんがね水道こうやって右左に回すでしょ、ポケット水ができて飲むでしょ、それが統治力ですよね、つまり左に回すと水が出る、それ飲むで、それ自体をどうやって壊せるわけ。そんな暴薬壊すとかはこ壊さない。んなのはないだからさ、こんな水道はなかったよとか、そんな開け方は他でもないよって言って、だけど実際は水があるとそれを飲むでしょ。っていうふうに考えてる認識が国家の規制化理念によって形成されたものでしかないっていうことなんだよ。それ分かるでしょ。それはそう。だったらそうじゃないことを考えればいいだよ。そうじゃないことを考えてその現実をやればいいだけの話で、それさえできなくなってる。だから別な言い方すると、成功された制度というのは可能性の多様な可能性を全部排除して破壊してるんですよ。ね、だから成功してきてる。そうするとそこで排除されて破壊された可能性はもう可能性じゃないというふうにみんな思い込んでる。ところがとんでもない、山のような可能性がある。それをちゃんと拾い上げなさいって言ったけど、生活に基づいてね。江戸時代は税金が過剰だったら農民は一揆を起こして命がけで戦ったんだよ。誰も戦わんだよ現代人。満足してるからでしょ。苦しい苦しいって言ったって食っていけるからでしょ。でそこまで国家配備がいってるってこと。そうするとトランプが勝ったっていうのはちっとは良かったっていうこと。いや、いいとか悪いとかじゃなくて、ちょっとずらす。要するにそれほど政治の腐敗現象が起きてるっていうだけの表れだよ。結構欲望もそのまま。だからいやじゃなくて国家配備の論理の究極はあそこにしか行き着かないですよ。安倍にしか行き着かないですよね。国家配備を前提にすれば。国家配備でないものを前提にした可能性をやったときに、安倍なんていうのは愚かだ、トランプなんて愚かだっていうふうになるんだよ。だから僕はこれ他にやって驚いたんだけど、驚くほど共同幻想の国家間の国家配備が浸透してるよ。もう知的な思考をする人間にまで浸透してる。もうほとんどだからみんなもう分かんなくなっちゃってるんだよ。だから僕なんかすごく浸透されてるっていうのはすごく実感するわけ。水道の出し方何からさ、あの時そうだなと思って。でもそれがそうじゃないのは多様性があるって言ったって考えれば見えるだろうって言われたってさ。これで見えるよ。それでそれを言った話で僕が言ったのは温泉で、それは要するに井戸から水が出てるんだよ。冷たい美味しい水なんだって書いてあるのここに。ね、だけど今夏だとあったかいから水道管が温まっちゃってる。水道管じゃないんだよ、井戸からの管温まっちゃってるから、それを出しっぱなしで水を出せば冷たい美味しい水になるんだよ。ね、それがちょうど入り口にあるのよ。でそれを俺はいつも開けて水が出るようにこうしてるわけ。そうすると必ず通った人間はその蛇口閉める。必ず閉める。全員が閉める。じゃあ流れると流れるといけないと思ってるんです。ね、それでもうそれしばらく観察してる。でまた行って俺またこうやって開けるわけ。そうするとどんなやつでも必ずチラッと見て閉める。でそれで僕は大きな声で「その水は美味しい水で水道の水じゃないんだから、無駄な水じゃないんだから、出しっぱなしにすれば美味しい水は飲めるんだ」って大きな声で全員聞こえに言うわけ。その瞬間誰も閉めない。それほどコントロールされてる。
でそれほど逆に言えば一発のあれでね認識がプッと変わる変わりまとそうかって言ってさそう締めだって美味しい水飲めばいいんだもん。だって別にそれ誰にも迷惑かけないんだ。だけどそれびっくりするぐらい締めるよ。すごいよ、あの瞬間こういうふうに歩いてる。それほど日本人ってね、純化されてる。いいですかね。共同元素の話と戻りたいんですけどね。だからこれもそうなんだよ。共同元素の話じゃないと思ってるし、わかります。共同元素の話はこの吉本龍明の共同元素の本の中のテキストの問題だと思ってる。一応テキストの問題出しますね。そういう限定ですけど。一応ね、新婚いくつか用語の問題なので、いくつか区分しておきたいんですけどね。レジュメの1、作りてほしいんですけど、ここは対元素、共同元素、個人元素というのを分けていて、でそれでいわゆる自己元素っていうのを使わなかったってことですよね。でそこでいくつか質問したいんですけど、まず最初、自己元素という用語を使わないで個人元素という用語を使って対元素と共同元素というのを3つの元素用語に分けた、それの大きな理由とは何ですか？だから自己元素の領域はどうもその統治性とかね、元素の配備とかっていう次元ではない、まさに心的現象論的別な世界の次元の問題なんですよ。だからそれはそのもっと根源的な問題を思考を要する。そうですね、これ確認ですけど、全元素領域といった場合の概念構成の追求においては、対元素、共同元素、個人元素というそういう関係が適しているというふうに考えるわけですね。だけど自己元素を阻害してるからね。いやまあ一応でそうすると本当は自己元素の問題領域に全ての根源の問題があるかもしれない。そこはまだ僕には分からない。ああ、分かんないかという。そうするとね、大事なところにそうすると問題は個人元素と自己元素との関係の問題ですけど、そこはどういうふうに現時点では考えていますか？現在時点では。だから自己元素っていうのは非常に内的な形で構成されるもので、個人元素っていうのは外的に共同元素との関係に入っていくようなもの。元素です。比喩ですけどね、そう考えていると。言葉で使った時には個人元素に関わってくるよね。だから統治性化の問題を考えるときは個人元素でいいんだけど、自己元素の問題っていうのはもっとなんかともかく複雑だぞ。だから吉本さんここにこだわったのかなって感じで。言語対象化してた時に個人自己元素でもあり得るんですか？言葉によって考える。それは自己元素の中でも、つまり言葉を獲得するとそれがさっき個人になるっていうかさ、だからどうもね、個人元素の方に行く。だから自己元素の確率が前後言語段階から言語段階の中の過程で掲載されるのかね、それとも言語過程の中で共同元素を剥ぎ落とすことによって掲載されるのかとか、その問題に僕は吉本さんは直面したと思う。それが心的現象論の世界だと。でそれはもう幻想概念じゃないんですよ、多分。幻想概念じゃないんだと思う。だから別な言い方すると、この自己元素っていうのは決して自己心的自己とか、あるいは心的なんかのそういうような問題なのかもしれない。ただ今僕の時点では個人元素から自己元素が阻害されるっていうふうにとりあえず理解する。自己元素から個人元素が阻害されていくんではということだよね。だから対元素は個人元素を阻害した時に自己元素が阻害されるというふうにとりあえず考えてる。先生、ちょっとピント外れかもしれないけど、クイーンズ神って自分で作るもんですよね、今現代に。いや自分だけじゃないけど、その集団の中でその自己の玉が構成されるような形で作られるものなんですよ。だからその場所が作るものなんですよ。だけどそれ自分なの。だから自分と場所が分離してないの。それはだからそのクイーンズ神っていうものをこう、つまりいわゆる今のその
国家的な統制幻想に対してこうクイズ紙をこうそれに負けないエネルギーとかそれ活力を持ってこう作り上げていく作業っていうのは大変ですよ。大変ですよ。だって古事記を見てください。600、800の神様が登場してるんですよ。それよりも優れた神話幻想形態作んなきゃいけないんだから、その古事記だから天皇家がなぜそれを統括できたのかっていうと、あれだけの幻想構成を現実化していたからよ、ね、でそれはもう完全に象徴しようになり得た、それを超えるすごいものを作んなきゃいけない、だから先生の論理で言えば吉本隆明っていうのはある意味じゃ現代の現実神そうですよになろうとした人だよね、まさに。それ関連するかもしれませんですけども、私3.11があって原子の係に入ったんですが、その時最初の報告でですね、私がもし福島にいたら爆発させなかったぞと、そういうふうにこう言ったわけですよね。それからこの来年はですね、文殊について報告しようと思ってるんですけども、私がもし東海村にいたら文殊がこんなに混迷するようなことはさせなかったと、そういう報告をしようと思ってます。ですからなんていうんですか、国津神的な発想かなっていうふうにちょっと思ってしまう。いや国津神の発想からすれば原子爆弾まさに核発電所なんて作んないですよ。はい。ですけどそういうことをですね、自分たちの自生エネルギーを自分たちの中でちゃんと作ることです。そしてもし言いましたら共同幻想国家論へ、これをですね英語でこう表現するとどういうふうな言葉になるならない。英語にはならないですか。これがもうね大変なの。ならない前から言ってで僕のこの本の中でも書いていますけど、イリュージョンでもないしファンタジーでもないし、だからとりあえずもう幻想っていうふうに多分むしろ言うことだろうと。先生のお考えをですねこう広めるためにはやっぱり300部じゃなくてですね3000部3万部にというのは商品の論理です。新書版にしなくちゃいけない。いや全く意味がない。新書版でどういうだから兄弟の本ができるんだって300部よりも3000部の方が効果があるんだっていうことを前提にするのは商品の幻想です。300部の方がはるかに力を持つ。それも僕は確信があるから300で抑えてる。よく吉本さんが戦うんだったら一人で戦えって一人が一番力があるんだ。で別な言い方すると昔は写本ですからね、一部しかないんですから。でそれが写本だっていくだけで、要するに「源氏物語」一冊しかないんですよ。古事記も一冊しかない。それで力を持つんです。いやそれはさ部数の問題は結果であって結果じゃない。それが資本ですから。それが資本だからですから。一人の話が山本さんのせいが僕がちょっとは理解したかなっていうのが山本さんの力でしょ。じゃあそうだけど逆な言い方すると資本の究極系統は1個の唯一のものなの。でないと資本にならない。それが量産化されていった時に商品になる。原理が全く逆。だから私なんかもずっと最初聞いた時はね要するに現実論とか有効論とかっていう方に頭がいっちゃうんだけども、肝心の山本先生自体が言ってることを自分で実践化しようっていうふうな勇気は持てないのよ。だからまず言ってることを自分の中で実践化するっていう方向に角度を向けるところから始まれば、その次の話になるわけです。有効論とか。それが資本っていうこと？そうだと思います。それが正確な定義になってるかどうかわかんないけども、一種の資本だし。だから世の中の言葉の使い方と全然だから違うからもうね社会配備されてる限りね、何をやってもねもう常に量と基準っていう普遍性と一般性と量的なあれとかね、なんかもうそこの世界はみんな力の基準だと思う。場の力って言った方がまだ分かりやすいよ。場の力じゃない、場所の力。場所の力か。その方がいや、それじゃ資本は解体できない。商品化された資本だから一番きついことやんないのよ人間って。一番きついことやるのは自分が全部成功しようってこと場所の力っていうふうに言ったそこから逃げて違うことを考える資本なんだって言人間は。ってさ、だから資本という言葉を読み替えなければようとしてるわけでしょ。だからわざと資本という言葉を使ってんでしょうけれど、
資本論の三巻とかいう話はどんな感じですかね。途中でめんどくないですよ。どうせ聞く人間もどんどん減っていくし、関心ねえんだなって俺だけ分かってりゃいいんだって。俺だけ資本になってりゃいいやって言って。だから僕の場合普及しようなんて発想なり考え全くないからね。先生を芸術家だと考えりゃ今の社会の価値観とかなんていうか思い入れでストンと落ちるわけですよね。先生は芸術家なんだって言っちゃえばそうなんか言っててストンと落ちちゃうわけです。それでは、でも先生は違うわけです。統治力を芸術家じゃないわけです。壊そうという力にはならないの。だって芸術家だよねって思っちゃう。いやだから世間がそういうふうに私がね先生は芸術家だよって言ったらみんなが納得するだろうってことですよ。別な言い方すると若冲が俺の家は100年後に別れたろうって言ったけどだけど僕100年も考えてもけど僕のこの考えっていうのは普遍化しますよ。これどう考えたってだって僕は吉本さんを踏まえフーコーを踏まえブルディを踏まえって考えてるんだ勝手に考えてんじゃないよ。で吉本さんを自分でも何度も言うけど最も深く理解し、しかもフーコーやブルディやラガンとちゃんと対等に交差させながら考えてるってことをやってるわけだから、世界の最先端の言説化されたものとして僕の言ってることは残りますよ、単純に吉本さんの立ち位置と同じなんだ、そういう意味で。で別な言い方するとフーコー吉本読めないんだからね。ブルディ吉本読めないんだから、海外のやつら誰も吉本読めないんだから、つまり何も分かってないってことでしょ。だからそんな突飛な世界ではなくて非常に原理的に突飛じゃないじゃない。原理的なことを言ってるから普遍的にそんなに時間かからず。いやそうじゃなくていやブルディのこのここからの日本について書いてあるけどバカだよもうね、我々の西洋理解よりもはるかにレベル低いよ。それほど知的大害が欧米で起きてるんですよ。ね、でしかも僕から言わせればその欧米の優れた論理でさえ日本は消化できないわけでしょ。で吉本龍明みたいにこんなに優れた論理があるのになんでこれが分かんないのって感じで僕から言わせれば。資本が分かってないから。で東大で別な言い方すれば吉本龍明が東大の教授だったらこんなのバーッと広がるってそうだけの話でしょ。そんなレベルで物事が動いてる。バーッと広がどう力になんでって逆に。山本さんよろしいでしょうか。用語法の問題でねちょっとお聞きしたいんですけど、あらかじめ言っておくと観念という用語と元素というような関係の問題をねちょっと読みますね。一応テキストがあるから共同元素論の改訂新版のですね序のところです。一応念のために読んでみます。一応ね本書はこの後の場合について人間を作り出した共同元素という観点から追求するために試みられたものである。ここで共同元素というのは大雑把に言えば個体としての人間の心的な世界と心的な世界が作り出した以外に全ての関連世界を意味している。言い換えれば人間が個体としてではなく何らかの共同性としてこの世界と関係する観念の在り方を指している。あと別の意味なんですね。序の後ろのとこなんですけどね、後ろのとこでこれです。共同元素も人間がこの世界を取り入れる態度を作り出した観念の形態である。種族の父も種族の母も当店も単なる種族や神話も宗教や法や国家と同じように共同元素のある現れ方であるということができようという書いてるんですけどね。で戻るとここで一応吉本は観念形態という言葉は、用語法ですけどね使っていて、共同元素と関連付けてるんだけども、この共同元素という関連付け用語法ですけどなぜ観念ではいけないんでしょうか。つまり共同観念別な言い方をするとその観念という概念を消すことによって幻想論が成り立ってるわけね。でそうするとそれは何かっていうと
観念という形で設定されるものって別な言い方をすると個人の考えが普遍化されたようなものでしょ、観念は。だから例えばそれがイデアになって普遍的なものを装ったにしてもそれはプラトンの観念から作られたものというふうになるじゃないですか。そういうそのね個人的な生産あるいはそれは集団でもいいんですけどもそういった生産そういう風光的に言うとそういう作者があって作られるようなものじゃないんだっていうことを幻想で言いたいんだと。だから幻想概念に主体概念ないんですよ。そうだね、これも大事なところなんで、一応用語の問題と概念の問題、もう少し用語と概念というのを文字通り概念の構成の水準に分けたと思うんですね。用語の概念構成の水準と概念というの概念構成の水準を区別するとするとですよ、吉本がここで言ってる限りではね、限りでは共同幻想も観念の形態ですから、共同幻想もね、その限りにおいてはいわば共同の観念という言い方がねできると思うんですね。ただ問題は今言われたことに関連するんだけども、観念という用語の概念構成と幻想という用語の概念構成が同じであればですよ、同じであれば特に用語を変える必要ないわけですよね。つまり観念という用語を使わないで幻想という用語を使う、そういう強い必然性はないはずですよね。前提条件があって、観念という用語の概念構成と幻想という用語の概念構成が同一という条件を置けば同一じゃないね、要するに客観的な対象が前提にあってそれを呼ぶときに観念と呼ぶのか幻想と呼ぶのかっていうね、そういうロジックを多分今言ってるんですよ。私がね、だけどそうじゃなくて概念が変わるということ、あるいは概念を新たに生み出すということは新たな理論領域なり言説生産がなされることなんですよ。全然別なことなんです。だから別な言い方すると僕は新たなる概念世界持ってないんですよ。フーコーだとかブルドゥだとか吉本龍明の概念を言ってるだけなんです。でそれである限り山本の言説っていうのは生み出されないんです。で僕の場合それかなり今禁欲してるのね。禁欲してるんだけどそれをやるだけのまだ素材が揃ってないっていう感じがしてるからそうなわけ。でもここで僕なりの概念をちゃんとアレンジすることによってしか僕の言説の客観性っていうのは成立しない。一応一つ言っておくと、私のね今言った用語の中で用語のねレベルと概念構成のレベル、すなわちある用語の語の概念構成とある用語の語の概念構成ね、語と概念の構成を区別するという言い方っていうのは私自身ではですよ、理論的な了解では何か対象というものがあって、その対象に対してある概念構成があるというふうに考えてるわけじゃないんです。私自身はね、あくまでもある用語、ここで言うと一応幻想というのがありますね。幻想という用語の概念構成と観念という用語の概念構成というふうに分けるってわけですね。これをより厳密に言えば用語という語の概念構成と概念という語の概念構成とはね、一応用語法として用語、語、概念っていう語のね、この概念構成それ自体を分けていると一応ですよ。そうするとそういうふうに考えると問題になってくるのは、なぜ吉本がですよ、なぜ吉本が観念という用語をね使わないで幻想という用語をね使うというそういう選択をしたその理論的な理由、一体何だろうか。そこはどうお考えですか。人間の類的な本質をちゃんと正確につかもうとしたから、それ以外でもない。
まあそうなるわけね。それを観念だとかそういう用語で使っている限り人間の本質に近づけない。そうするとね、今の関連で、そうすると問題になってくるのは次の問題。今言った元素本質という話だから、幻想ということね、概念構成と、現実というこの概念構成はここではプレスされてるんですね。幻想と現実をプレスされている。であるがゆえに今言ったような回答ができるわけですね。人間のいわば本質、人間のいわばこういう関連世界という言い方ですね。関連世界の本質を使うためには幻想ということ、幻想というものが概念構成が必要だということになりますよね。そう考えていいんですよね。だから大事なことは共同幻想が歴史的にどのようにね表出したのかを明確にしなきゃいけないんです。だから特に僕の場合だと物質性の世界での共同幻想のあり方と江戸幕府の共同幻想のあり方と明治国家の共同幻想のあり方の違いを明確にしなきゃいけない。その連鎖と切断が何であるかっていうことをはっきりしたことによって初めて日本の共同幻想国家論を成立させることができる。でその根本は前から言ってる古事記と日本書紀の幻想形態の違いを踏まえてないとそれができない。非常に明確にですね、理解はしました。その上でもう一点ね、別の関係なんですけど、問題は意思という用語を使いましたよね。ここでは、一応3つの元素領域に分けたわけで、3つの元素領域内部に共同意思と追意思と個人意思っていうのが来ましたよね。で、そうすると問題になってくるのは意思っていうそういう用語の概念構成の問題になってくるんですけど、幻想というような概念構成と意思というような概念構成ですけど、このプレット連関っていうのはどういうものとして考えている？それがね一番難しいんですよ。僕の言い方だと実語的意思になっちゃうんだけど、死語的な意思じゃなくてね。だからその実語的な意思がどこから生成されるかっていうと、論理的に言えば場所に規制されて出現するんですよね。だけどその意思の表現形態は言語によってしか表現できないんですよ。表現形態はね。表現形態は。でそうなるとその意思というのは別な言い方すると言語形態によって規制されてしまうわけ、この逆に意思が。そうするとその共同幻想の共同意思を働かせるその意思の可能性はどこにあるのかっていうことの問題がとても難しくなるんだよ。そういうのとね、今の視点を取りますね。とするとこれいう幻想と意思というね、この2つの概念構成の違いの非常に大きな論点は何かというと、今伺った限りでいきますね。これはこの意思というの概念構成というのはいわば表現形態、ある一定の表現形態というふうに使いましたので、意思は言語によって表現される、そういうものですよね。だから行動でもそうだと思う。だからここで吉本さんが明らかにしたことは幻想と意思、共同幻想と共同意思が分離することね。分離することを選べた時に転換の可能性の条件が出てくるっていうことだけは言ってると思う。だから僕の場合国家の共同幻想の共同意思に対応する場所の共同意思っていう設定をして共同意思が違うんだっていうふうに暫定的に設定してるんです。だけどその場所の共同意思というものが表現されるためにはちゃんとそれが言語で先ほど言ったように古事記や日本書紀を超える神の体系がちゃんと表現しきれないとそこの意思が発動されない。この場合の表現形態というのは言語でいいんですよね。言語でしか僕は発言されないと思う。そうすると非常に分かりやすいんですけどね。分かりやすいっていうのはその幻想という概念という語の概念構成と意思という語の概念構成の区別と連関の仕方が分かりやすいんですけど、意思という語の概念っていうのはその表現形態は言語ですので、意思は言語として表現されるということで存在するということですよね。となると問題は意思との関係からいけば、意思というような概念構成の関係からいけば、幻想というのは
そういう言語としての表現形態は取らないものですよね。むしろそれの基盤になるのは比喩ですけど、あるいは一種生み出すもの、一種支えるもの、そういったものとして幻想を考えている。違うんです。違う。だから僕隠喩勧誘って言い方したわけ。それは言語的に構成されたものだっていう。幻想もですか。幻想もそうですか。そうするとね、そうなると2つともです。幻想もそうですし、意志もそうですけど、この2つとも言語によって構成されているわけですよね。そうすると2つの言語形態があるってことですよね。つまり、そう。ああ、なるほど。だからね、もうこれまで来るともう本当難しくて、ね、どうでもいいやって感じになるなんだけどそういう問題を考えるのが別な言い方すると西洋人なんだよね。それを吉本さんはそこを思想的に乗り切っちゃうんだよね。でそこで思想的に乗り切っちゃうところの緻密さで何が問題化されてるのをこちらは正確につかめばいいんだっていうことだけは分かってる。思想的に乗り切っちゃうってどういうこその後一時対象化しないだけど問題としては設定する。もうそんなの本当一言二言あるいはその文脈の中でボーンっていくんだよ。それが自己表出の力。それが自己表出の力。だから僕が言い換えて同じ言語で指示表出化した時それは俺じゃない山本理論だって言ったのはそういうことだよ。だから別な言い方すると理論的な緻密さではないんですよ吉本さんは。僕の言い方だと思想的緻密さで、それは述語的緻密さ客観的緻密さじゃない。だからものすごく飛躍があるわけ、理論的な視点からすると。でそこに本質的な問題がすごい転がってる。僕がやってみて本当にそう思った。山本さんはそれに述語的な日本語でいや指示表出性の方に僕は開いてるだけ吉本よね。でそれがさっきおっしゃった資本っていうふうに考えてもいいわけね。だから僕の資本だとホスピタリティだ場所なんて吉本さんの欠落部分だ。逆に言えば吉本さんから浮上された領域ですよ。他の領域はもう語られてるってんでそれで僕やってたわけでしょ。そしたらいや全然処理されてないっていうんでちょっと今戻ってるって感じ。それ山本さんはこれ述語的に書いてるわけだからこう右と左がこんなになってるっつってじゃんぐちゃぐちゃだよこれ日本語にならないんだもん。ブルデューの論理ってだから省略するなんかして日本語的にできるんですよ。空港できないんだよ。そうフーコーの方が吉本さんのそのぴょんぴょんと非西洋的に近い。じゃあ対象として非西洋的なものにフーコーはぶつかってるんだけど、それをちゃんと西洋言語で彼は表現してるよ。で表現した時どんどん後退していくんですよ。進めないで。だから厄介。山本さんはどっちで考えてるわけ？何が？いや僕は向こう側行こうとしてる。だから述語的世界の中で西洋的なものを咀嚼できるかすることをやってる。じゃあ実語的世界の感覚のところで思考はしてるわけ？だってそうでしか日本語はそうなんだからそうでしか思考できない。だから英語で思考してた場合全然違っちゃう。でしかもだけど英語は英語になってるから実語的英語になっちゃったんだよ。木端さんってさすごく理論化していくじゃないですか。全然。いやだけどそういうふうに彼は客観性の対照的な客観性のその配置を正確につかもうとしている努力はしてる。でもそれは理論化はしてない。それはそこは彼は西洋的思考の枠で捉えようとして必死こいてるのかなと思うんだよ。無駄な努力をしてる
尊敬して仲間は言ってるんですけど、広松的になろうとしてるの僕から言わせるとすごい。だけど広松でさえ漢語化しないとできなかったでしょ。わけのわかんない漢語を使って、あれは実語的領域に接触してるんだよ。ああいう形になっなっちゃう。なんかそうか、なんか試作とか C とかありましたよね、さっき。あれもちょっとそっちに関わってる単純な造語ではない。そうだって白川さんもっとじゃあ日本語で何て言うんですかって言ったら「す」だっつって。す？す。山本さんちょっといいですかね。だからす論じゃどうしようもないじゃん。山本さん、身体現象論との関連をね、ちょっと後でお聞きしたいんですけど、レジュメの4枚目、ここの幻想と身体装置の証拠的物質となんですけど、それをね、聞きたいことが一つ一応あります。それで、どこかというと、こうですね、全言語様態と言語段階、その科目なんですよね。一応この確認です。この吉本の身体現象の除雪となって改定新聞なんですけど、その端書きの一番最初を読んでちょっと確認をすると確認です。言語の考察を進めていた間、絶えず言語の表現が人間の神的な世界のうちどれだけを作動させどれだけを作動させないか、もしも言語の表出において神的世界が全て何らかの形で参加するとすれば、果たしてその世界はどんな構造になっているのかというような疑問に突き当たってきた。この疑問は私の言語表現についての考察を規定のところで絶えず脅かすように思われた。そこで言語の考察が後に力仕事だけを残して完了した後で身体現象の基本的な考えを展開しようと思ったと書いてるんですね。で、これも非常に興味確認ですけど、ここで書いているここでレジュメの自己幻想の形成っていうのに送ってる部分がありますよね。この部分で対象にした仕事っていうのがこの吉本の身的現象論として考えているわけですね。そうすると問題は言語の位置になるんだけど、となるとするとここで書かれている全言語様態から言語段階ということで書かれているわけなので、当然のことながらこの身体現象論においてもいわば身体現象としての言語というかね、そういった項目が、ありますので、その領域を取り扱っていると。でその場合一つ質問、これね、全言語様態から言語段階に移行するっていうことで、ここで自己幻想と関係づけられているということなので、これ確認ですけど、自己幻想っていうのはそういう身体世界における言語段階のいわば身体の了解の仕方に考えてよろしいでしょうか。だと思うんですけど、もう確定できない、僕に今は。そうするともう一個関係で、この自己幻想の上に個人幻想と言ってますよね。と問題になってくるのは、この言語段階の自己幻想と上に書かれている個人幻想の関係ですよね。どうもこれを見る限りではですよ、見る限りではこの個人幻想なるものの言語的な表出、これ表現、これを媒介にして思えるんですね。とするとですよ、問題になってくるのは一つ、自己幻想というそういう言語段階における言語のあり方と、この個人幻想という言語の表示表現におけるこの言語の関係はどう考えるんでしょうか。別な言い方をすると、個人幻想って空間的に阻害される。自己幻想っていうのは時間的に形成されて阻害されてくる。なるほど。時間的ですか。そう分けるんですか。そういう言い方ができるのか。ちょっともうちょっと具体的に言って、なんで時間的に。いや、長い時間を測ったことなんで、ずっと時間をこう経て形成される。
でも個人幻想っていうのは共同幻想と中幻想ってこういう空間的な相違形態から形成される。だから別な言い方すると個人幻想は関係論、自己幻想は了解論っていうふうに言えるかもしれない。これ厄介なのはね、心的現象論で僕本を書く気全くないんですよ。不可能だと思ってるのね。でなぜかっていうと、この幻想概念だとかそういうのもね全部解体しなきゃいけない一回で、それやるとね大変なんだよ何もこっちで作んなきゃいけないんだけど、こっちの世界から行かなきゃいけない。だから僕はこのあれだけの解説だけで僕はもうそこでとりあえず理解はしてると。でも心的現象論を活用するっていうふうなことはまだ必要性としてあんまり感じないんだよね。もう吉本さんが明らかにしたところでいいやってそれ以上いかないよもうこれって感じだからよく時々ラカンの山前書くのかって言われたけど、やっぱり書きないよ。別にそれはそれでいいよっていうだから吉本さんの心的現象論もそれでいいよってでもそれは踏まえるよってだけで、こういうのやってるのはフーコーの考えただけで済まないと思ってるからやってるわけだからね。フーコーを正しく理解しようってんじゃなくて、フーコーじゃこれでダメなんだっていう、ここをちゃんと超えていかなきゃいけないんだっていうんでやってるわけだから。っていうことはさ、やっぱこれはやっぱさっき述語的な日本語で書いてるわけね。書こうとしてるわけ。何もかにも日本語は述語的言語でしかないんだよ。実語的言語でしかないけど、それで一回理屈を立てていこうとするじゃないですか。その西洋的思考の枠の中にはめ込んで。でもそれでは本当は日本語としては齟齬が起こるはずだというふうに考えるわけ。もうそう起きっぱなしだからそういった齟齬が起きることを翻訳っていうのはもう語学優等生でさーってやっちゃってる。だから僕語学優等生っていうより最大の劣等生だっつってだって何にも理解しないで訳せんのからすごい能力でしょ。だけどそれは劣等生で何にも中身で理解できてない。やってみてこんななってカットするっていうのは誰だって分かるじゃない。だけどあいつらカットしないんだよ。バカーって訳すんだよ語学だけで。そんなの劣等生ですよ僕からすれば単なる。そんなことだったらフーコーじゃないヘーゲルだってカントだって簡単に理解されてるそういう問題じゃない。そんな単純なことじゃないじゃない。だから思想というものに対して甘いっていうのがふざけてるよね僕からするとね。そうすると巣とかなんかになっていくわけだよね。我々の学校教育はもう日本語を使いながらヨーロッパ的なだから主体化をものすごく敷いてるやってそういう思考になってるわけだよね。すごいと思うよ。だからそれがここまで完成された中で子どもたちって相当引っかかってた。でまだ我々の頃は実語的な領域が親だとかいろんな環境の中でこう葛藤してたじゃない。だけど今は葛藤ないと思うよ。だからもうそのままストーンとひっくり返ってる。だからすごい真面目な子なんだ。だから僕の言い方でだから日本を変えるなんて言ったらそれは死語と述語は一致しないから、僕は日本を変えるって僕と日本を変えるが一致しないからそれは嘘だってなっちゃう。だから自分ができる範囲でのことしかその死語の中で従属させないんですよ。それから誠実なことで規範に合ってるからね。という思考形態は本当になってると思う。何と言ったらいいのかね。その日本その場所の力を表出で環境とねスポーツいっちゃいますわ。スッと戻っちゃう。だってもう
何千年の言語形態でそうなってんだ。こんなたかだか100年ぐらいの蓄積のものなんてあっという間に壊れちゃう。話変えていい？大体いいでしょ、そこまでで。いいよ。その話。ものすごく乱暴な話だけど、場っていうものがどういうものなのかっていう、分かりそうで分かんないけど、場っては地域じゃないし、場ですよね。場ですよね。例えばの話だけど、一つの例として、例えば吉野さんが大衆の現像っていうようなことを言ったけども、ああいうのも一つの場というふうに考えてもいい。いやだから大衆の現像として持ってくるその大衆が依拠する幻想形態が何であるかということを吉本さんは明示してない。でだからそれは僕は国つかみだっていうことがそれを前提にして分かった。それはだからおっしゃってることだから大衆の現像は実質は国つかみの共同幻想ですよ。ね、そういう解釈っていいんですよね。私もでそれを要するに共同幻想論のあの本では国つかみっていうのが自覚されてないから、そこは全部思想的な問題の課題になってるだけで、要するに時には転倒してるけれども、思想的な本筋としては別にブレてるわけじゃないから、そこをちゃんと修正して理解していけばいい。それができるからあれじゃないけどね。それは古事記を読んで初めてできたことです。それが大衆の現像なんだ。そうだよ。国つかみ幻想はもう大衆の現像ですよ。だから国つかみって言葉にちょっと引っかかっちゃうわよね。慣れてないよね。だからその国つかみっていう表現しているその私が言うのも先生の前でなんだけど、その国つかみっていう先生が言ってることの中身を把握すれば、だからそれはさっきの僕はね一番見たいのはね、今の人たちが国つかみをどうやって作るかっていうのを本当に見てみたい。作るか。作ろう。だから自分たちで神様作るんだってやればいいんだよ。それをねどうやってどこで壁にぶつかってどこで克服してどうやってくるかって本当に見てみたい。だから早く出てきてほしいの、それやろうってやつ。もういろんな問題ぶつかるはず。でそれをみんな面倒くさいからってゆるキャラでごまかしちゃってるんだからね。だけどね絶対にあるんですよ。ゆるキャラでごまかしてるとごまかしてないかもしれないじゃん。あれがだけどアニメのキャラクターだってさ、神様になってないじゃん。それは力は持ってるじゃん。だからそんな力は商品の力だってんだ。場所を作る力にはならないっつってるのだから別な言い方すると高千穂の夜神楽みたいなああいう力を持ってなきゃダメなんですよ、ベーシックに。ね、それでそれをいまだにやり続けてるんだから。でしかもその神の体験に対して自覚を持たなくたってもう習慣でそれを受け継いでる。であれが基本だよ。だから僕は高千穂って絶対崩れないと思うよ、あの力があるから。それはすごいです。でも実際はそれはその社会の統治力の結果かなんだけれどでしょうけれども、例えばアニメのキャラクターとかね、それの力の方がはるかにそれは山本さんから言えば商品だと言うんだけれど、その方がはるかにその人の内在的な力を引き出し動かしてる。高千穂なんか誰もだからそういうふうにまた量や有効性や、いや量じゃなくて彼らの中の個人だよ。個人として個人じゃなくてそこの存在として。別な言い方すると今例えばどっか知らないけど神社行くともうアニメのこんな髪の毛こんな人ここはなんだかスポットパワースポットだとかつってすごいらしいよ。そんなもの何の意味もないよ。だけどだからね、場所の神様というものを自分たちの生存と歴史の中でちゃんと作り上げるということなんですよ。これが場所共同幻想の形成なの。そのためにはまず吉本さんが言ってる付き人だとか不益だとか巫女だとかそういう配置をきちんと諸言的に組み立てなきゃいけない。
ね、だからこの村では何がタブーで何に疲れるのか、ね、キノコに疲れるのか、それとも木に疲れるのか、狐に疲れるのか、そういうようなことを全部考えなきゃいけない。で歴史の中でそれをちゃんと自分たちの暮らしの先祖の暮らしの中で発掘しなきゃいけない。なかったら自分たちで作んなきゃいけない。これを要するに早くどっかがやってくれよって感じで、僕こっちは理論的なものの場は提供して、あとはもう実際的にそれやることなんです。でこれを僕が自分の住んでるところで「はい国つかみです」って言ったら動きはしないんだ。そんな問題じゃない。ちゃんと場所がみんなで共同的にそれをやること。じゃあさ、アニメソングのねコンサートあるでしょ。あそこで人数の問題じゃなくて、そこにそれぞれがあれほど生き生きしてるというのはどう評価する？そこはされた状態でしかないじゃない。そう言っちゃったら話にならないよ。そんなもん何の意味もない。エンターテインメントのショーですよ。いやいや、どこでその人間が一番最も生き生きして生き生きしてるというふうに錯覚してるだけの話じゃない。何も生き生きしてないって。箱根の山に生き生きしてるのか、ね、してないって。でその人に密着してずっと付き合ってごらん。全然生き生きなんかしてないから、そんなもんで。人間はそんなもんで本質的に。いやじゃあ高千穂で、ね、どうなってる？何か高千穂の山で高千穂での余角度をやるっていうことの中で要するに構成されてる力で、それが元気だろうが暗かろうが何だろうがそんなのどうでもいい。射程が時間の射程が違うんだよ。先生は本当に人間の現象って、要するに人間って何なのかって、ホモ・サピエンス何なのっていう、ホモ・サピエンスはどういうふうに発生してきて、そしてどういうふうになってアフリカから出てこう世界に散ってっていう、先生そういう基本的なところから人間の力っていうのを考えてるんだと思う。だから別な言い方すると僕ほど吉本主義者はいないんだよ。だから昨日途中からの話じゃないんだよ。本当にホモ・サピエンスって何なのって、私たちの生物としての存在は何なのって。それがどういう形で今結果として表出されるかっていうところで判断するしかないでしょうよ。そんなの効果は効果っていうんじゃなくて、それはそんなのはだから何が資本なんだって言った時に、それ資本が見えなければ見えたところが資本なんで、俺がそれは自分が見えるかどうかの問題なんですよ。だから山賀さんが見えるかどうかの問題なんですよ。今の話ではですよ。だから山賀資本と山本資本を比べれば山本資本の方が高い。だからなんかそういう形で資本としてそこにリアリティとして表出した時に語れるんであって、表出してるじゃん。だけどだから高千穂からずっとアフリカからずっと来てんだと言ったって、だってそうするともう誰が見たってね、山本資本と山賀資本どっちが高いですかって言ったら僕も高いじゃない。それはアフリカからのあれを背負ってるから。アフリカからの。いやそういうことじゃない。そういうことじゃない。そういうことそれは一つの資本の力ってのはそういうふうに具現化されてますよってことなの。こんな理屈かなんかじゃなくて目の前であるんですよって。それをだからそこで判断するしかないでしょ。それを見えなくさせてるのはね、それは能力の違いだとか、大学教師と一般人の違いとか、そんなところで見てるからダメだって話だ。それ自体を見ればいいの。そしたら今度山賀資本の意味と固有の価値がちゃんと出るんですよ。だからその時に高千穂だとかなんとかっていうことを、だからそれは現実的に今あるものとして僕は例を出しただけ。他にもあると思うよ。生ハゲだとかいろんな。つまり新人の形態を取ってるところにはあるんです。人が神の格好をするところには残ってる。その神が儀式の中で抽象化された時にはもう消えてる。だから新人の猜疑形態のあるところは残る。違う人に振った方がいいよ。同じことを繰り返してる。もうずっとさっきから。時間がもうで時間ないので最後のところだけ言っとくと最後のページのちょっと前で1枚前ですね。で左側のだからその国家が上限にあるんじゃなくて、なんか国家と社会がなんか併存的にあって、そこに統治するアートのですね構成が多分なされているだろうと。それで
その編成はそのフーコーのこの僕の本のここに書いてあることなんですけど、宇宙論的な神学世界の自然秩序ですよね。そこに主権国家っていうのが16世紀に生まれて、17世紀に国家理性、それからその国家理性を統治するポリス国家っていうのが生まれて、このポリスが警察のポリスの起源になっていくんですけど、ここに統治性が出現すると。でこの統治性の国家化として、あるいは国家の統治性化として近代国家が18世紀に出現して、そこに安全性が配慮されるという、こういう移行形態があるということです。でこの移行形態はこのフーコー国家論の中でですね、僕の中でちょっと概略だけちょっと言いますと、この第、2部ですね。2部が安全領土人口の読み方で、それから3部が新生児の誕生の読み方なんですけど、この安全領土人口の中で安全性のテクノロジーが何であるかということで統治性を説明して、そして歴史的にパストラールの制度化がキリスト教会の中でなされるということと、3章で国家理性のポリス国家という発明がなされるということですね。でこれが安全領土人口のいわゆる統治性化の歴史的過程なんですよ。でそして第2部の新生児の誕生っていうのは、これが要するに新生児の誕生の中で政治経済が出現して、そして自由主義が新自由主義になって、そこにホモエコノミクスと市民社会が構成されるっていうプロセスの理解になります。これが456章なんですね。でこれが今簡単にやると、これ Y の図式のこの大きくこの3つの局面、宇宙的世界と国家理性の世界と統治性の世界と、それから近代国家のっていう、この大きく3つの局面があると。でここが国家の生成の、基準になるということです。それで最後のこれがちょっと飛躍するんですけども、その国家配備に対抗する場所配備というものを僕は考えていて、ですから右側の世界が国家配備的な配備ですね。それから左側の世界が場所的な配備になるんですね。で右側の世界の基本原理は日本書紀の幻想空間で、例えばここで神の名前も古事記の神と日本書紀で神の名前が変わってきますから、で特に神の名前が変わってくるのは天皇系のスメラミコトに直接関わる神の名前が変わります。主要にね。ですからアマテラスは古事記ではアマテラスですけど、日本書紀では大昼目の無知になりますので、最も根源的なものが最も名前が変わっちゃうんですよ。で大国主もなんだっけなんていうんだっけ、名前は忘れちゃう。神の内とかなんとかなんかねちょっとごめんなさい、今どう忘れちゃう。変わるんだけど、それはなぜかって変わるかというと、天津神スメラミコトに非常に関わってくる神様だから変わるんです。だけど大物主みたいなもの変わらないんですよ、右と左でね。でそういうようなことがちょっとありますので、神名の変化っていうものを見ても非常に重要なものになります。当然天皇の名前は右と左では全然違っちゃう。でそうすると右の方は芦原の中津国を共同幻想とする世界で、これは貴族性の世界に継承される。でそれに対して左側の世界は場所の国つかみの共同幻想で、これは物質性に表現されてくるというふうに見ます。でここで社会編成とそれから場所編成の根源的な違いがあって、で右の方では太陽神としてのアマテラスオオカミが国家神という形で幻想構成される。左の方は国つかみ大物主がですね、そのまま大宮神社に残り続けるっていうような形になります。で神田明神なんかもこの左の方ですね、右じゃないです。でそうしたその神の配置の違いがあって、これが
言語様式で近代の中で決定的なんですけども、死語性の言語様式を言語史上で実語性の言語様式を正当な言語とみなさないで、死語的な主語のある言語が正当なんだという形での言語史上を画一的に作って、そして日本語の国学的な国文学的な、あるいは国語学的な世界を作り上げると。で論者でいうと、左の方の実語性の言語は藤谷聖書だとか本居宣長なんですけども、春庭になるとこの中間的な情動になります。これ特に形容詞の編成なんですけど、それから山田義雄っていうのは両方を抑えてる。でそれに対して橋本真吉だとか時枝清輝っていう東大系の国語学者はこの右側の論理を作り上げていく。でこれを死語性の言語様式の転換が最大の転換のポイントだというふうに思います。で、江戸的にはこの登場疑問の体系化に入った時に、この日本書紀的な言語世界の方にずるっと流れると。で同じようなことを言ってるようなんですけど、これは言説形態が全く違うということを、これは今書いてる実語性のところでやっていきますけど、こういう配置があるということです。そうすると右側はオフィシャルなものをソーシャルなものとして組み立てていって、公私が対立するという世界を構築し、公共事業が成立するような形でのサービス化、均一化、均質化を行うと。でこれがインダストリアルなものの市場経済化を作り上げていく。それに対して左の方はプライベートなものがパブリックなものを構成するんで、公私は対立しません。公と私を生かすものがパブリックなものになる。でこれがホスピタリティ的な世界、多元的な世界ですね。でこれが資本の世界で、右の方は商品の世界だと。で絵画的に言うと、左の方の世界は俵屋宗達だとか若冲だとか北斎だとかですね、こういう人たちの絵画的な世界が左の方で、それに対して狩野派だとか洋画の司馬交換だとかが右の方ですね。でこの中間地帯に横山大観みたいなものが位置づきますけども、絵画的な表現でもこれははっきりと区別されてくる表現形態が違うものとして出てくるということです。でもうちょっと世界的な水準から言うと、左の方は水に映る映像を絵に描かない、右は水に映る絵を描きます。これはもう決定的に大きな違いとして出ている。で左の方は四角の非分離で、箸だとか風呂敷だとかっていつも言ってられるんですけど、着物がそうですね。だから四角分離の右側で客観的な客観視で機械工業科学技術を発展させて、カバン工具靴洋服というのを作ると。でこれが単純に小分けされるんじゃなくて相互変容していきますので、入れ子状態になっていきますから、どっちが主要な軸でどっちが従属的な軸なのかっていうようなことも照らし合わせながら、とりあえず僕は右と左にはっきりと分けて相互の関係を考えるというふうにしなきゃいけない。で左側の世界だけで成立させようとするのは基本的に間違いです。右側の世界もちゃんと取り入れなきゃいけない。この取り入れ方の主従関係が今右の方が主で左を排除してますので、排除しないで左を主軸にしながら右が補完するような形にいった時に、多分理想的な状態に行くであろうというのが今僕のちょっとイメージしてるところですね。でここは言語論を実語性言語論を仕上げて、物質性論を仕上げて、多分説明は可能になるのかなという感じです。でそこまでが僕の仕事ではないかというふうにちょっと思っています。そんなところですね。これで結論的にともかく3つ読まないとダメです。フーコーとブリデューと吉本さんの共同幻想にとどまってる限り、それは共同幻想で終わっちゃう。もうそこから一本も出ない。でそれをやっぱりちゃんと共同幻想国家論という形で仕上げていくっていう作業は、ブルディやフーコーをこう持ち込みながらですね、それを活用して生かしていかなければいけない。でそれを逆に世界にこっちが発信していかなきゃいけないっていう、そんなところですね。はい。
はい、どうもありがとうございました。非常にいいお答えをしました。4時間これでやったの？4時間終わったの5時間5時間5時間4時間40すごいね。まだ何か質問あればください。大丈夫です。なければ終わりにします。いかがでしょうか。 2回目なんですか、第3回目ですか。一応考えてみます。それは調整しておきます。次回で、次回はとりあえず考えますけど、日程に関しては調整しておきます。